彼女たちは初めて見るタイプの生き物だった。お姉さん、お兄ちゃんと結婚おめでとう。ドレスかわいいね。でも私の方が素敵だと思いません？やだ、そんな本当のこと言ったら神父さんがかわいそうよ。誰よりも私が幸せであるべきその日。花嫁の衣装部屋で腰をくねらせながらそう言い放つ義妹と義母に開いた口が塞がらなかった。晴れの日にそんなアホっぽい喋り方でマウントを取られたのもびっくりだし、義妹の格好がものすごかったのだ。どう言葉を選んでも純白としか言えない花嫁顔負けのドレス。裾のスリットからふくよかな太ももがよく見えて、オフショルダーになっている肩には毛皮のパーがゴテゴテと巻かれていた。そんな娘を愛おしそうに眺める義母。そして自分の身内を冷ややかに見る夫。結婚式でこんな典型的な嫁いびりを食らうとは夢にも思わず、私の思考回路は追いつかなかった。今思えば他人の結婚式でさえこんなひどいありさまだったのだから、義妹の縁談が悲惨な結末を迎えるのは当然の報いだった。私はまなみ。海辺の町に生まれて、どこにでもあるような普通の家庭で育った。都内の大学に進学するときに、大学に近い母方の祖母の家に居候した。幼い頃から可愛がってくれた祖母と暮らすことは私の希望だった。古いけれどしっかり手入れされたその家は和と洋がいい感じに混ざり合い、古民家のような趣があった。小さな庭には縁側があって、季節の果物をかじりながら祖母とたわいもない話で時を過ごすのが好きだった。だから就職してもそこに住み続け、祖母が病に倒れた時には病院に通いながらこの家を守った。いつでも祖母が帰って来られるようにと。でもその願いは叶わなかった。自力で生活をすることが困難になった祖母は、母のいる私の地元の施設に引き取られていった。おばあちゃんの面倒を見たい。という私に祖母は、もう十分だよ。おばあちゃんはね、まなみに幸せをつかんでほしいんだと笑った。その後祖母は亡くなり、それまで私のことをずっと支えてくれた彼、タケルと結婚した。今祖母が残していった思い出の家に夫婦二人で暮らしている。でも一番幸せで穏やかなはずの新婚生活は二人の女によって乱されまくっている。お姉さんって、そんな地味なお顔と骸骨みたいな体で、どうやってお兄ちゃんと結婚できたんですか？ある日、町内会の集まりがあるので、義妹の昼食を作ってほしいと義母に呼び出されたのだが、義妹は感謝どころか、失礼千万の物言いで迎えてくれた。帰りたい。でも本当に帰ると、今度は家に押しかけられるから我慢だ。お兄さんに聞いてください。突き放すと、まあ、お兄ちゃんもダサいから、お似合いなのかもね。義妹は一人で勝手に納得したようにうなずきながら、私が作ったカレーを大きな口へ流し込む。きっと男の前では小さな口でちょぼちょぼ食べて、それがモテる秘訣だと思っているはず。こんな悪魔のような義妹だけど、悪意がないのが空恐ろしい。私や夫、いや自分以外のすべてを何の疑いもなく見下しているのだ。それはそれでやばいし、疲れる。そんな義妹を育て上げた義母はもちろん面倒だ。義母は私が気に食わないというより、娘を持ち上げるために私を蹴落としたり、駒遣いのように指図したりしてくる。だからこうやって娘の世話のために呼び出すし、私が彼女をないがしろにすれば、一日中スマホを鳴らし続けるか、家に押しかけ、インターフォンを押しまくる。そんな地獄が待っているのだ。義母はもともと娘が世界一大事だと豪語し、息子である夫のことは眼中になかったらしい。夫は虐待を受けたことはないというが、興味を示されたこともなかったそうだ。義父は10年前に単身赴任したまま定年を迎えたにもかかわらず帰ってこない。
生活費だけは定期的に振り込まれているようなので、二人は気にも留めていないようだった。そんな二人の態度に夫は意見してくれるのだが、そんなものは彼女たちには響かない。だって彼女たちにとって夫も見下すべき人間なのだ。私以上にボロボロになっていく夫がかわいそうで、つい義母の言うことを聞いてしまう、そんな私も悪かった。どんどん増長していく二人に私たち夫婦はだんだんやつれていった。このままだと本当にダメになってしまう。意を決した私と夫はある計画を立てることにした。その計画の準備がほぼ整った頃、義母と義妹が前触れもなく我が家に押しかけてきた。暑い夏の日だった。夫は仕事で留守。仕方なく私が対応した。こんにちは、お姉さん。何の用ですか？かわいい妹とお母様なのに、用がなかったら来ちゃダメなの？そういうケチくさいところ直した方がいいよ。外は暑いから早く中に入れてよ。気が利かないんだから。本当は祖母の大事な家にこの二人をあげたくない。でもここで騒がれると近所迷惑なのでしぶしぶ招き入れた。客間に通して適当に入れたお茶とたまたま昨日焼いたクッキーを出す。ケーキとかないの？すみません。突然いらっしゃったので。まあいいや。貧乏くさいけど、お姉さんの料理まあまあ美味しいから。そうね。そこだけは認めてあげるわ。義妹と義母が珍しく私を褒める。嬉しいというより背中がゾワッとした。家は古いけれど大きいし、まあ合格よ。合格？あなたに認められなくてもこの家は花丸ですけど。実はね、サラちゃん結婚するのよ。脈絡もなく義母が衝撃的なことを口にした。この自分大好き人間の義妹が？なんて一瞬思ったけれど、彼女の結婚は不思議なことではない。ご自慢のわがままボディと迷いのないぶりっ子キャラで男にしだれかかっているという話は本人からうんざりするほど聞かされていた。実際、女に免疫のない男や遊び相手を求める男には効果があるようだった。じゃあ、不倫されていた方と？かつて耳にした男を思い浮かべ尋ねてみる。不倫じゃないよ。出会う順番が違かっただけで、真実の愛だもん。でも違うわ。この前逆難したと言ってた人と？私を見つめる熱い視線に気づいちゃったから、私から声かけてあげただけ。やつも違う。はぁ？一体誰なのよ。サラちゃんはね、この前の婚活パーティーで知り合った資産家の息子さんと結婚するのよ。義母が自慢げに告げる。そう、御曹司とおめでた婚です。さすがサラちゃん。こんな鳥柄捕まえたお兄ちゃんとは大違いだわ。すでにお腹に子がいることも付け加え、私への嫌味も忘れなかった。婚活パーティーは確か3ヶ月前だったはず。きっと世間や女知らずの箱入り息子を酔わせてたぶらかしたのだろう。お相手の男とご家族がかわいそうすぎる。他の男の人とは別れたんですか？まだ。だってみんなサラのこと大好きだから別れるなんて言えなくって。仕方ないのよね。サラちゃんは愛されキャラだから。でもそんなサラちゃんを満足させるのはやっぱりお金よね。そんなことだろうとは思っていたけれど、そもそもお腹の子は本当にその御曹司が相手なのだろうか。それでね、結婚前の両家の打ち合わせの場所にこの家を貸してほしいの。二人が私と家を褒めた時からうっすら感じていた下心。心の底から嫌すぎて思わず即答してしまう。無理です。思いっきり嫌そうな顔で否定した私を見て二人が目を向く。ここで騒ぎ立てられるのは嫌だから慌てて言葉を取り繕った。相手方は嫁になる人の実家が見たいと思いますよ。
だって、うちってちょっと汚れてるじゃん？アパートで狭いし。そう思うなら掃除しろ。部屋でタバコを吸うのもやめて。でも、兄嫁の家に招かれたら不思議がられるのでは？私が疑問を言うと、察しが悪いわね。ここをサラちゃんの実家だってことにすればいいでしょ？そんなのバレたらどうするんですか？お姉さんとお兄ちゃんが黙っててくれれば大丈夫だよ。結婚するんですよ。挨拶前だけ偽ってもどうにもならないじゃないですか。結婚しちゃえばもうこっちのものよ。お腹の子もいるんだし。そんな簡単なことじゃないですよ。お姉さん心配してくれて優しい。だったら、この家を本当にパパとママのお家にしちゃえばよくない？欺瞞のありえない連発に私の思考回路が止まる。あら、さすがサラ。いいこと言うわ。そうね。この家古いけどもらってあげるわ。ここは私の祖母の家です。私の一存で決められることではありません。いやーねー、嫁に来たらすべて婚家のものになるのよ。そんなことも知らないのかしら。そんなルール聞いたことありません。それなら今すぐ覚えなさい。あなたのものは私たちのものなのよ。というわけで、来週の日曜日、ダーリンとダーリンの家族連れてくるからよろしくね。あ、料理も作ってね。豪華で可愛い料理だよ。もちろんサラちゃんが作ったことにするからね。部屋のカーテンとかもサラちゃんのイメージに合ったものに変えておいてね。お姉ちゃん、頼りにしてるね。自分たちの欲望と都合のいいことを押し付けて、二人はさっさと帰ってしまった。残されたのは怒りに震える私と、カスがこぼれまくったお皿だけだった。ごめん。絶対に使わせないから。その晩、報告を聞いた夫ががっくりと肩を落として私に謝る。当たり前でしょ？でも断ったって必ず押しかけてくるよ。だから、あの予定をちょっと早めようかなって。自分に向けられる嫌がらせならもう少し我慢できた。でも、祖母の家を汚されるのは絶対に許せない。これまでいじめられたお返しもしようと思う。だからあなたも覚悟を決めてね。そう決意した次の日、私はいろいろな場所に電話をかけた。急な予定変更なのに、関係先は心よく引き受けてくれた。心から感謝だ。すべての予定が決まったところで義母に電話をかける。お母さん、サラさんの結婚を絶対成功させてあげたいので、もう少しお時間いただけませんか？二人にお似合いの家にするため、ちょっとリフォームしようかなって。まなみさん、あなたのこと誤解していたわ。とてもいい人だったのね。でも、お式の準備もあるから早くしてね。わかってますよ。3週間で準備するので、先にお二人で式場を探されたらどうでしょう。なんだか気が利きすぎて怖いくらいだわ。でもそうね。顔合わせの準備はあなたにお任せして、サラちゃんと結婚式の準備をしているわ。こんなに和やかな電話は初めてではないだろうか。そして、これが最後だろう。バカなあの二人のことだから、嫁の私を疑うことはないはずだ。そして当日まできっとこの家には来ない。さあ、今日から忙しくなるわ。期限は短い。寝る間も惜しんで夫と準備をすることになる。それでも二人の未来のために気合を入れて作業を始めた。3週間後、義母が指定した顔合わせの日が来た。朝から夫とそわそわしながらスマホが鳴るのを待った。鬼の形相で電話をかけてくる義母の顔が目に浮かぶ。午前10時、着信音とともに義母の名がスマホの画面に表示される。電話に出た。まなみさん、どういうことよ？いきなりのヒステリックな義母の声が耳にキーンと響く。お気に召しませんでしたか？お母さんとサラさんにぴったりのお家とご飯をご用意しましたよ。
おそらく私に向けた罵声なのだろうが、言葉になっていない。自分の家だと言って婚約者家族を連れて行ったあの場所。そこにはもう祖母の家はない。二人にお似合いの新しい家と料理を用意したのに、やはりお気に召さなかったようだ。義母はやはり何を言っているのかわからない。多分私に相手方に事情を説明しろとでも言っているのだろう。お望み通りフォローしてあげようじゃないか。すみません。何か気に障ることをしてしまったようで、私が直接謝りますので、婚約者様のお母様にも聞こえるようにスピーカーモードにしていただいてもよろしいですか？精一杯の塩らしい声で義母に謝罪する。罵声が止み、しばらくして上品な声の女性が電話口に出た。もしかして、幸彦さんのお母様？何か行き違いがあったみたいで。え？幸彦さんじゃない？すみません。幸彦さんがとうとう奥様とお別れして、サラさんと再婚されるのでは？それでは、良介さん？慎吾さん？違う？私は、これまで義妹と関係のあった男たちの名前を、これでもかとばかり挙げつらった。まなみー！やめて！過去最大級の義母の雄たけびとともに電話はぶち切れた。おそらく向こうは最高の修羅場を迎えているだろう。すっきりした。まなみ。隣で一部始終を聞いていた夫が申し訳なさそうに私を見つめる。嫌な役をやらせてすまなかった。俺がやればよかったのに。違うよ。最後にやり返したいことがあるって私が言ったでしょ。おばあさんとの大切な思い出のある家のために。もう、それも何度も説明したでしょ。祖母はね、私に幸せになってほしいって。あの家は大好きだったけれど、私の幸せに一番必要なのは、あの家よりあなただから。祖母の相続人である私の母は、そもそも祖母が帰らないあの家を解体して更地にする予定だった。耐震強度だって満たしていないし、古い家に住み続けることは大変だから。私があの家が好きだからって無理を言って住み続けていただけなのだ。でも、夫と結婚して、義母たちが押しかけてくるようになって心が揺らいだ。この家をあの人たちに汚されたくない。でも、夫と別れるつもりもない。それなら、大好きな思いのまま、祖母の家とさよならをしたかった。だから、夫に転職をお願いし、二人で私の地元に帰る準備をしていた。その予定が少し早まっただけだ。私は母に頼んで、祖母の家を解体し、更地にしたその真ん中に小さな犬小屋を建てた。小屋にはサラの名札をつけた。ログハウス風に仕立てたので少し予算をオーバーした。ペットショップで一番高かったドッグフードを小皿に入れた。準備は万端だった。おばあちゃんもあなたのこと気に入っているから。あの家のせいで私たちが別れることは望んでいないわ。まなみ、俺、君がくれたチャンス絶対無駄にしないから。夫は真剣な眼差しで私を見つめる。もちろんその目を信じられるから私はこの決断を下したのだ。それから1年半。私のふるさとに移り住んで、近所に住む気性の荒い海の男たちに少し戸惑っていた夫も、今では私よりずっと彼らに可愛がられている。海風の吹く街も、海鮮をたっぷり使った料理も夫に合っていたようで、顔色の悪かった頃の面影はもう残っていない。夕飯の金目鯛の煮物を嬉しそうに頬張る夫の姿を見て、私も満たされた気持ちになる。そういえば今日はメール来てた？いや、最近は全くない。多分それどころじゃないんだろう。あの時から義母と義妹とは接触していない。夫のスマホだけが彼女たちとの連絡網で命綱だ。あの犬小屋事件の騒動を祖母と仲が良かった近所の方から聞いた。義母と義妹が案内した祖母の家は解体され、その犬小屋がポツンと立っていた。ドッグフードの小皿からフォアグラの贅沢な匂いがした。
二人は取り乱した様子で兄嫁の嫌がらせだと繰り返していたという。兄嫁である私から電話で義妹の男癖の悪さを匂わされ、婚約者家族は義妹たちを問い詰めた。パニックになった二人はまともな受け答えができなかったという。後日、婚約者の両親は探偵事務所を入れて義妹の素行を調査した。もちろん出てきたのは嘘と男の影ばかり。そうなればお腹の子だって誰の子かわからず DNA 鑑定をすることになった。いざ生まれると、やはり御曹司の子供ではなかった。当然のように破談になった。赤ちゃんの父親は、義妹が逆難した男だった。その男は義妹に夢中だったらしく、自分と彼女の間に赤ちゃんがいたことを喜び、幸いなことに籍を入れてくれたという。しかし、男の母親は、息子を溺愛する偏屈女だったらしい。大事な息子を、貞操観念のない年上の女に取られたことに大激怒。嫁として鍛えてやると言って強制的に同居を求めたという。一方、大事な娘を取られた義母も相手側の理不尽な対応に猛反発。娘夫婦の近くにアパートを借り、毎日のように相手の母親とバトルを繰り広げているらしい。義妹は御曹司の玉の腰に乗って優雅なセレブ生活をする予定だったのに、姑にいびられ、家事や育児をこなす日々にぐったりしているようだ。まあ、義妹の夫が赤ちゃんを可愛がってくれているから救いはある。だから心置きなくざまあ見ろと言える。夫のスマホがピコンと鳴る。あ、お父さんから晩酌のお誘いだ。もう、お父さんたら、あなたのことすっかりお気に入りなんだから。お父さんの話面白いから俺も楽しいよ。お母さんも俺の好きなおつまみばかり用意してくれるし、今思えば実家で俺の好物を母親に聞かれたことってなかったな。これが家族なんだね。ぽつりと夫がつぶやく。大丈夫。あなたは息子の好物をすべて知ってる親になれるよ。そう言って膨らんだお腹を撫でると、夫も眉を下げて笑ってくれた。そうだな。この家でなら叶う気がするよ。夫が天井の飴色の梁を見つめた。祖母の家を解体した時にもらってきた立派な梁だ。この土地に永住するつもりで思い切って建て直した新居に大好きだった祖母の形見として組み込んだ。解体することしか頭になかった私に梁を残すことを提案してくれたのは夫だ。そんな夫だから私は彼との未来を選んだ。素敵な家にしようね。おばあちゃんの家に負けないくらい。ああ、絶対に。波の音が聞こえる静かな夜の街の小さな一軒家。ここが私たちの幸せを作る場所。何を書いているんだい？お気に入りの赤色鉛筆を使い、一心不乱に絵を描く私に、祖母がニコニコと声をかけてくる。おばあちゃんと食べたお誕生日ケーキ。真っ赤でツヤツヤのイチゴを塗り終えた私は、自慢げに祖母の目の前に突き出す。そこには大きくて立派なケーキと、それを囲む祖母と友達。そしてにっこりマークと同じ目をした私の笑顔。祖母が小さな目をしわくちゃにして微笑む。なっちゃんは本当に絵が上手だね。絵描きさんみたいだよ。頭を撫でてくれる祖母の温かい手が心地よくて、うっとりと目をつぶる。私はおばあちゃんが大好きだ。たとえ両親に愛されなくても、この優しい手があれば生きていける。私は夏美。絵を描くことと読書が大好きな28歳だ。昼間は小さな会社の事務員として働き、夜は絵日記や漫画を描いてブログやインスタに投稿している。日々の出来事を大げさに書いているのだけれど、どんな失敗ネタでも前向きなオチで締めるようにしている。そうすることで現実でもポジティブな気持ちになれるからだ。
そんな私の考えやネタに共感してくれる人たちがいいねを押してくれるのが楽しみになっている。私が意識して前向きに生きようとしている理由は、生まれ育った環境が影響している。ある大作家が美人女優に口説かれたというエピソードを思い出す。あなたの頭脳と私の美貌を併せ持った赤ちゃんが生まれたら素敵じゃないですか？作家先生は答えた。あなたの頭脳と私の容姿を併せ持った子が生まれるかもしれません。女優が期待した子が妹。そして作家先生が警告した子が私。私の父は日本でも有数の有名企業に勤めている。そして母はミスコン嵐だった。父の容姿と母の頭脳。それ以外にも両親自身のコンプレックスをしっかり受け継いで生まれたのが私だ。親戚には、お父さんと鼻がそっくりね、とか、お母さんも勉強が苦手だったのよ、と言われることが多かった。それが余計に両親の気に障るらしく、どんどん私は、こんなはずじゃなかった子、として辛く当たられるようになった。一方、私の3つ下の妹、はるみは可愛くて聡明な子として近所でも評判だった。パッチリとした目と高い鼻、色白の肌とサラサラの髪の毛。そして大人の心をつかむのが上手な甘え方に天使のようだとみんなデレデレ。もちろん両親だって自分たちの理想的な娘である妹が可愛くて仕方ない。しかも妹は私を悪者に仕立て上げることで両親の愛をさらに自分の方へ向けられることを理解していた。お皿を割ってしまったらお姉ちゃんが落とした。習い事をサボったらお姉ちゃんが行かせてくれなかった。母のお財布からお金を抜いたらお姉ちゃんに命令された。自分のやらかしたことはすべて私のせいにした。明らかに嘘だとわかる内容もたくさんあったのに、両親は必ず私を責め、罰を与えた。両親は出来損ないの私が完璧な妹を妬み、いじめているというストーリーを信じて疑わなかった。家の中は地獄でしかなかった。それでも、私が腐らずに生きてこられたのは、友達や父方の祖母が優しかったからだ。特に近所に住む祖母は、罰として私が家から追い出されるたびに私を受け入れてくれた。両親にもあれこれ苦言してくれたけれど、母がヒステリックに叫んで祖母を罵倒するので、おばあちゃん、私は大丈夫だから、悪いのは私だから、と、両親と祖母の間に入るしかなかった。その姿に両親は鼻を鳴らし、祖母は悲しそうな顔をした。祖母は両親への説教をやめる代わりに、私を思いっきり甘やかしてくれた。祖母が洗濯物を畳んでいる隣で、チラシの裏に絵を描いていると、なっちゃんには絵の才能があると褒めてくれ、画用紙と36色の色鉛筆を買ってきてくれた。誕生日におめでとうとさえ言ってもらえない私のために、祖母は特大のホールケーキを用意してくれた。二人じゃさすがに食べきれないね、と大笑いし、祖母の勧めで友達にも来てもらった。祖母の家でハンバーグとクリームたっぷりのケーキを食べて、友達が持ってきてくれたプレゼントを開けるあの幸せを私は一生忘れないと思う。私が祖母の家に入り浸っていることを両親は知っていた。最初の頃は、ばあばに甘やかされた子はろくな人間にならない、と顔を潜めていた彼らも、私が小学校高学年に上がる頃には何も言わなくなっていた。妹を完璧な娘に育て上げるのに夢中で、私への興味は一切なくなった。きつく当たることさえなくなり、空気のように扱われるようになった。まるで私なんて初めから存在しなかったように。最低限の衣食住は用意してもらえるけど、たったそれだけ。中学に上がる頃には、両親が振り向いてくれることなんてありえないと理解していた。それでも、完全に期待を捨てきれなかったけれど、中3になった時、はるかが中学受験するからあんたの学費はない、と吐き捨てられて、ようやく私は両親から愛されることはないと諦めた。大企業で働いている父に私の学費が払えないわけがないのに。この話を聞いたとき、祖母は血管が切れるんじゃないかってくらい憤慨し、学費は払うから、ばあちゃんの家から高校に通いなさい。と提案してくれた。
申し訳なさすぎて断ろうと思ったけれど、なっちゃんがかわいそうだ。かわいそうだ。と、ボロボロ泣く祖母の姿に私も泣きながら抱きついた。その後私は担任の先生の協力もあって、親に隠れて受験し、定時制の高校に合格した。実家を出て祖母の家に住み、昼間はアルバイト、夕方から高校に行く生活を送った。祖母はアルバイトなんて必要ないと言ってくれたけれど、せめて生活費くらい自分で出したかったのだ。そして高校卒業と同時に祖母の家を出て、隣の県の小さな会社の事務員として勤め始め、今に至る。一応両親にも住んでいる場所は教えたが、遊びに来たことも手紙をよこしたこともない。お正月だって没交渉。でもようやく自立でき、あの家から離れられたのだ。私は前だけ向いていた。そんなある日、妹から初めて郵便が届いた。高級そうな封筒に入ったそれは妹の結婚式の招待状だった。中学を卒業してからほとんど会っていない妹も25歳。母に似た美しい顔を武器に父のように高収入の男性を捕まえたに違いない。あの家族と顔を合わせるのは胃が痛くなる思いだったが、それでも私は妹にとってたった一人の姉。私が行かなければ相手のお家に不信感を与えてしまうかもしれない。私も社会人10年目だ。両親が望む素晴らしい娘ではないけれど、それでもきちんと生活できている姿を見せれば少し関係性が変わるかもしれない。私がブログに10年以上絶縁状態だった妹の結婚式に参列してくると軽く報告したところ、フォロワーから温かい言葉をもらった。勇気を振り絞って結婚式の招待状の出席の文字に私は丸をつけた。妹の結婚式当日だ。新婦の姉が遅れるわけにはいかないと、私は車を運転し、少し早めに会場へ足を踏み入れる。式場は某テーマパークのお城のような可愛らしい建物が売りらしく、まるでおとぎ話のような作りだった。スタッフに案内されて親族控え室に入る。そこには10年前よりも年を重ねた両親と、すでにウェディングドレスを身にまとった美しい妹がいた。はるみ。切なさや懐かしさがこみ上げてきて、挨拶さえまともに出てこない私に、彼らは顔を見合わせてこう言った。だから言ったでしょ、母さん。お姉ちゃんは絶対来るって。え？妹のセリフに思わず固まる。母は肩をオーバーめにすくめた。アメコミみたいな仕草。だって、中卒の恥知らずがのこのこと妹の結婚式に来るなんて思わないじゃない。本当にお前は相変わらず頭が悪いな。父も薄くなった頭をかきながら呆れた顔でこちらを見てくる。いくら私が家族の邪魔者だったと言っても、ここまで露骨な態度だなんて。姉としての義務を果たすために妹の結婚式に来ただけの私が空気の読めない人間扱いされるなんて。はるみ、あなたが私に招待状をくれたよね。恐る恐る尋ねる私に妹が眉を垂らして笑う。まあ、そうなんだけどさ。お姉ちゃんみたいなどうしようもない人間でも血が繋がった姉妹を呼ばないのはさすがに体裁が悪いかなーって。相変わらず言い方が最低だけれど、今は気にする余裕もない。だったらなぜ邪魔者扱いするの？私に来て欲しかったんじゃないの？矛盾を指摘すると、妹は頬に手を当てて首をコテンとかしげた。そうだったんだけどね。この前気づいちゃったの。中卒のお姉ちゃんを呼んでみんなに笑われるよりも亡くなったことにした方が体裁がいいなって。は？それに気づいたのが1ヶ月前でね。お姉ちゃんに伝えなきゃなーって思ってる間に今日になっちゃったんだよ。何それ？私を亡き者にして、それを教えるのまで面倒で怠ったってこと？信じられない気持ちで妹の顔を凝視してしまうと、母が私を睨みつけてくる。仕方ないのよ。あなたは結婚したことも、結婚するような相手もいないだろうからわからないだろうけど、結婚式前はすごく忙しいんだから。それに私もあなたが本当に来るなんて思ってなかったから、はるみちゃんに連絡しなくても来ないわよって言っちゃったの。
だって私だったらあなたの立場で結婚式に参加しようと思わないもの。恥ずかしすぎて。ねえ。母が顔を歪ませて笑う。そんなかわいそうなこと言わないであげてよ、お母さん。私は、お姉ちゃんは絶対来るって思ってたよ。だって私たちに家族だって認めてもらえたと思ったんでしょ？愛されているって、必要とされてるって思いたかったんでしょ？ねえ。なんて。ごめんね、期待させちゃって。その代わりお姉ちゃんは脳の病気で創生した優しい姉っていう設定にしておくから。妹が哀れむように私を見下ろす。そんな嘘を突然つかれても、親戚やあなたの旦那さんが信じるわけないわよ。大丈夫よ。お姉ちゃんずっと親戚のみんなに会ってないでしょ？お姉ちゃんが我が家の黒い羊だったことはみんな知ってるし。お葬式も妹の結婚式に水を差したくないという本人の希望で家族だけで粛々と行ったって伝えれば、それ以上誰も突っ込んでこないよ。夫にはもう伝えたけど、私にメロメロだから簡単に信じてくれたわ。そんな。確かに私は中学を卒業してから祖母以外の親戚とまともに会っていない。親戚には私のことを心配してくれていた人もいたけれど、それも10年以上前の話だ。全く連絡を取っていない私が亡くなったと聞いたら信じてしまうかもしれない。呆然とその場に立ちすくむ私に父が何かを投げつけてくる。結婚式の席次表だ。それを見てみろ。晴美は医者一族に嫁ぐことになったんだ。そんなところにお前みたいな器量も頭も悪い人間を紹介できるわけがないだろう。黙ってそれを開くと、確かに新郎側の席には新郎をはじめ医者の肩書きを持つ人物が複数人いた。記念にそれをやるからさっさと帰れ。お前はもうこの世にいない存在なんだからな。父の心底嫌そうな声と妹と母の高笑いが脳に響く。ぐらぐらと揺れる頭を押さえながら私は逃げるように会場を飛び出した。車に飛び込み、震える手でエンジンをかけようとする。思うように力が入らない。私はボロボロと涙を流していた。悲しくて、悔しくて、憎くて。絵の具の暗い色だけをぶちまけたパレットを太い筆でぐちゃぐちゃと混ぜ合わせているようなどうしようもない気持ちだった。あの人たちが変わるわけなかったのに。それでもどこかで期待していた自分が恥ずかしくて、悔しくて涙が止まらなかった。続々と会場に入っていく人たちをガラス越しにぼんやり見送る。ここにいるべきではない私だが、体が重たすぎて動く気になれなかった。すると突然、スマホのバイブでカバンが震える。冷たい手でそれを取ると、インスタにコメントが届いたという通知だった。絶縁状態の妹の結婚式に参列してくると、昨日報告したから、友人やフォロワーたちから心配して応援のコメントをくれたみたいだ。温かい言葉をかけてくれる彼女たちに胸が熱くなる。そんな優しさに今まで使ったことのないストーリー機能を使って初めて弱音を吐いた。血のつながった親と妹に亡くなったことにされた。私には生きている価値はないみたい。自分で打ちながら涙が止まらない。するとすぐにピコンとメッセージが届いた。何通も届いた。夏美さんは無価値なんかじゃない。私は夏美さんの書く絵日記も温かい人柄も大好きだ。夏美さんの絵日記で救われたことがある。そんな家族なら夏美さんの方から捨てちゃえ。どれも顔も知らない私のために悲しんで怒ってくれる言葉ばかり。すっかり自信を喪失していた私の心にじんわりと染み込んでいく。そんな中、インスタを見たらしい親友が泣きながら電話をくれる。夏美、目を覚まして。そんなバレバレな嘘を一生突き通せるわけないじゃない。あなたを大事に思ってくれているおばあちゃんのためにも堂々としなよ。その言葉に私ははっと目が覚めた。私のために泣いて、怒って、笑ってくれたおばあちゃん。祖母もきっとこの結婚式会場に来ているはずだ。私が亡くなったと聞いたら祖母はどれほど悲しむだろう。そう想像した途端、ふつふつと怒りがこみ上げてきた。私は無価値な人間なんかじゃない。生きていて恥ずかしい人間じゃない。
恥ずかしいのは自分の足で一生懸命生きている人間を見下すあの人たちだ。カバンからハンカチを取り出してゴシゴシと目元を拭う。そしてアイラインを引き直すとゆっくり車のドアを開けた。私が会場の前に戻った時にはすでに披露宴が始まっていた。ガラス張りの部分からこっそり中を覗き見る。どうやら新郎新婦の生い立ちスライドショーの時間みたいだ。その写真には私も含めた家族写真も含まれており、スライドショーが終わると司会者が、新婦の姉は数ヶ月前に病気で他界したというエピソードを語った。当然、新婦親族席の親戚たちはざわつき、両親の顔を見る。すると父が立ち上がり、晴美の姉は脳の病で倒れ、あっという間に行ってしまった。心優しい子で、晴美とも仲が良く、自分の病のせいで妹の結婚式が延期になってしまわないか心配していた。と語り始めた。隣に座る母もハンカチで目頭を押さえている。さっき会ったばかりの娘なのによく堂々と嘘をつけるものだ。天国の娘も今頃喜んでいるはず、と涙を流す父を招待客も唖然としながら見ている。お客様、こちらの会場に何かご用でしょうか？ガラスの前で鬼のような顔をしている私を見て、スタッフが恐る恐る声をかけてくる。すみません。実は妹にサプライズを頼まれていて。妹さんというと。新婦です。戸惑うスタッフににっこり笑うと、私は思いっきり力を込めて会場のドアを開けた。会場後方の新婦親族席の後ろのドアだったから、新婦父を見ていた会場中の視線が一気に私に集まる。その目の数に一瞬ひるむけれど、友人たちの言葉を思い出して踏ん張る。父と母は気づかず、長々と私との嘘の思い出話を語っている。高砂にいる妹だけが私に気づき、ガバッと立ち上がった。妹が何かを叫ぶ前に、私は人生で一番大きな声を出す。新婦の姉の夏美です。ちょっと復活するのに時間がかかって遅れちゃいました。いやー、地獄は暑いところでしたよ。汗かいちゃいました。私の渾身の挨拶に会場中がシーンと静まり返る。すみません。地獄じゃなくて天国に行ったんでしたっけ？脳の病気だったかな？首をかしげておちゃらけてみせるが、本当は心臓がバクバクとなっていた。異質な人間の登場にみんながポカンとしている中、最初に正気を取り戻したのは妹だった。誰よあなた！私の大好きな姉はもうこの世にいないのよ！よくもそんな最低な冗談を。誰かあの女を追い出して！高砂から妹が叫ぶ。周囲にバレないうちに私を追い出すつもりなのだろう。しかしすぐに私の近くで声が上がる。なっちゃん！祖母が立ち上がり、よろよろと私に近づいてきた。なっちゃんなんだよね。よかった。よかった。なっちゃんが亡くなったなんてばあちゃん信じられなくて。祖母が震える手で私のドレスをつかむ。私はその手をぎゅっと握りしめた。おばあちゃん、夏美だよ。おばあちゃんのことが大好きな夏美だよ。崩れ落ちそうになる祖母の体を慌てて両手で支える。いつも祖母の世話をしてくれている父方のおばが慌てて飛び出してきた。なっちゃん、本当に元気なのよね？病気じゃないのね？祖母を支えながら心配そうに私に声をかけてくれるおばに、私は小さくうなずく。私はおばに祖母を託すと、もう一度会場中を見渡した。新郎側は何事かとわめき、新郎は唖然としている。新婦側も騒然としているが、妹と両親の顔は真っ青だ。私はドレスを整えると、無理やり胸を張り、声を張り上げる。この度は、お祝いの席にもかかわらずお騒がせをしてしまい大変申し訳ございません。改めまして、私は新婦の姉、夏美と申します。本日は出席の予定でしたが、妹と両親に、お前は急逝したことにするから帰れと追い出されました。会場中がさらにわめく。
私を大切にしてくれた祖母に嘘でもショックを与えたくなかった孫の心を分かっていただけたら幸いに存じます。なっちゃん。祖母がかすれた声でつぶやく。両親や妹が私をいないことにしたかったのは、私が出来の悪い娘だからです。器量も頭も良くない子供は自分たちの子ではないと、幼い頃から妹と差別されていました。おい。私の暴露に父が慌てる。でも無視して話を続ける。妹も両親の影響か、もともとそういう気質だったのか、私を悪者にして、両親の愛を一身に受けることにこだわっていました。妹がお皿を割っても、両親の財布からお金を盗んでも、全部私のせいにしていました。そんなことしてないわよ！妹が私の言葉を遮る。そして自分の方に視線が集まると、手を震わせながら涙をこぼした。皆さん、恥ずかしながら姉には虚言癖があります。だから結婚式に呼ぶのをためらい、亡くなったことにしてしまいました。嘘をついてごめんなさい。はるみ。新郎が戸惑いながらも妹の肩を持つ。参列者も何を信じていいのかわからず混乱しているようだった。そんな会場の空気を変えたのは祖母だった。恥を知りなさい。低く凛とした声が会場の端まで響く。あなたたちは昔からそうやってなっちゃんだけをいじめて、人の心というものがないのかい？おばあちゃん、でも、言い訳はやめな、みっともない。これ以上恥の上塗りをするんじゃないよ。祖母の厳しい言葉に妹がひるむ。私は帰るよ。本当はこの式だって出たくなかったけど、なっちゃんも来ると思って参列したんだ。こんなろくでもない式なら初めから参加しなかったわ。さ、なっちゃん帰るよ。祖母のしわしわな手が私の手を握る。まだまだ言いたいことはあったけれど、手のぬくもりで全てどうでもよくなった。帰ろう。会場を出る瞬間、母の、はるみの祖母は少し地方が進んでいて、という見苦しい言い訳が聞こえた。その言葉が祖母に聞こえないようにさっとドアを閉める。なっちゃん、今夜はばあちゃんの家においで。ばあちゃんがなっちゃんの大好きな大学院も作ってやるからな。私の手をさすりながら小さな子供に語りかけるように祖母が提案してくれる。私も小さい子供に戻ったように祖母に抱きついて泣いた。それからすぐに父方の親戚がみんな会場から出てきた。彼らは妹と両親の非人道的な嘘にうんざりし、お祝いする気が失せたそうだ。ごめんね、夏美ちゃん。兄さんがあなたにきつかったことは知っていたのだけど、人の家庭だから口を挟めなかったの。もっと親身になってあげればよかったね。涙目で謝罪するおばの背中をさする。人の家庭にあれこれ言いづらい気持ちも大人になった今ならよくわかる。結局私は父方の親戚と一緒に式場を後にした。両親たちに言いたいことをすべて言ったわけじゃないけれど、逃げ出さずに一歩踏み出せた自分が誇らしかった。その後、私が祖母の家でのんびり大学芋を頬張っているとき、式場は荒れに荒れたらしい。妹や両親は新郎側に、私が親の手に負えない最悪な人間で、祖母も判断能力が落ちていると必死に訴えたらしい。でも、父方の親戚がごっそり退場したことで、妹や両親の言い分を信じる人間はいなくなったようだ。むしろ、言い訳に言い訳を重ねる彼らの印象はどんどん悪くなり、招待客は次々と退席していったという。その間も新郎はずっと呆然としていたけれど、新郎の両親が残っている招待客に謝罪して回り、帰宅を促した。そして、膨れっ面の妹と顔を赤くしたり、青くしたりしている両親に、真相は後日お聞きしますが、答えによっては叱るべきところに相談させていただきます。と言い捨てて帰ってしまったそうだ。誰もいなくなった式場で、スタッフに遠巻きに眺められながら、妹と両親が自分たちの過ちを顧みる。わけもなく。すべては空気の読めない私のせいだと逆恨みし、式場から飛び出して、
私の住む隣県のアパートに突撃した。しかし私は祖母の家で大学芋を堪能し、温かいお風呂に浸かっている最中だったため、そこには帰っておらず。いくら呼び鈴を鳴らしてもドアが開かないことに激高した父がアパートのドアを何度も蹴り、妹がそこら辺の石を投げて窓ガラスを割ったらしい。その惨状にただごとではないと怯えた隣人が警察に通報。両親と妹は犯行現場を抑えられ、警察署に連行されていった。警察から電話が来て、アパートの大家さんからも一部始終を聞いたときは本当に肝が冷えた。アパートの大家さんには土下座する勢いで頭を下げたけれど、あなたがいい人なのは知っているから、むしろ災難だったわね、と同情してくれた。警察にも家族が暴挙に出た経緯を説明すると、同情して親身になってくれ、私の安全を守るためにも、他の親戚に引き取ってもらった方がいいと判断してくれた。後日私は妹の婚家になるはずだった人たちに会い、結婚式を台無しにしてしまったことを謝罪した。必要なら慰謝料を払うと伝えたけれど、彼らはあなたも被害者だからと誇示した。籍を入れる前に彼女の本性が分かってよかったよ。と、妹の夫となるはずだった男性は力なく笑った。どうやら式後すぐに知り合いの更新所に連絡を入れ、妹の身辺を調査してもらったらしい。すると、出るわ、妹と両親がついたデタラメな嘘が。まず妹は某有名大学に入学、卒業したと彼に話していた。私すらそう思っていた。しかし入学はしたものの2年で退学したそうだ。理由は単位をもらうために既婚の教授を誘惑し、その奥さんに訴えられたから。会社も大手の会社員として働いていると自慢していたけれど、その会社のビルのテナントに入っているコンビニでバイトをしていただけらしい。そこでも買い物に来ていた既婚社員に手を出し、またもやその奥さんに訴えられたという。無職になったところで出会ったのが新郎だったそうだ。新郎は妹に一目惚れし、学歴や職歴についても大して興味がなかった。新郎両親も医者という仕事にこだわりがあるわけでなく、息子が選んだ女性なら、と楽観的だったらしい。そんな感じで、嘘で塗りたくられた妹の化けの皮は剥がされ、慰謝料は請求しないから、二度と近づくなと結婚を破棄された。妹と両親に残ったのは、過去2回の慰謝料と、結婚式と新婚旅行、新居の費用、さらに私のアパートの修繕費用。1000万円近い支払いに青ざめ、親戚に助けを請おうとしても、父方の親戚は皆拒絶。母方の親戚も、嘘つきにそんな大金を貸せるわけがないとせせら笑うだけだったそうだ。両親と妹は何度も私を責め立ててきた。恩知らずが。だからあんたは出来損ないなのよ。私の人生をめちゃくちゃにした責任を取りなさいよ。好き勝手わめく彼らに私はもう怯えない。この人たちに愛されたいと、家族に入れてほしいと泣いていた幼い私はもうどこにもいなかった。訴えるぞ。嫌だったらお前が責任を取って払え。こめかみに青筋を立てて、唾を飛ばしながら叫ぶ父に、私は淡々と問いかける。どうやって？は？私の何をどうやって訴えるんですか？それは…父は口ごもり、母と妹の顔を見る。母と妹も何かを言おうとして口を開けるものの、何も出てこないようだった。子供時代にないがしろにして、大人になったら亡くなった人間扱いした私の何をどうやって訴えるんですか？私の方が訴えようかしら。これ以上慰謝料を増やすつもりですか？三人が悔しそうに、恨みしそうに口ごもる。本当に訴えられるかはわからないけれど、それでも抑止力にはなるだろう。最低な嘘で自慢の娘が婚約破棄になった上、一家で警察のお世話になったことは、父の会社の同僚の間で話題になっているらしいから。これ以上やらかしたら会社での立場も危ういと思う。夢に出れば飛び起きるくらい恐怖の対象だった彼らも、今の私には愚かで情けない、ちっぽけな生き物にしか見えなかった。結局彼らは私からお金をせしめることを諦め、老後に貯めておいた資金をほとんど使って返済したようだ。
両親の自慢の娘だった妹もすっかり不良物件。両親はあんなに可愛がっていた妹の扱いに困るようになり、自分中心で回っていたはずの世界が崩れ落ちた妹もヒステリックに当たり散らすようになったらしい。自分たちの罪を認めて更生できれば、まだやり直せる年齢だと思うけど、彼らがそんな謙虚な人間になれるかはちょっとわからない。そんな中、私は会社に相談して仕事を辞め、祖母を連れて小さな田舎町に引っ越しをした。そこでまた小さい会社の事務員として雇われ、畑を借りた祖母とスローライフを送り始めた。その様子を絵日記にしてブログやインスタに載せていたらじわじわと知名度が向上。おばあちゃんとのほのぼのエピソードに癒される。と気がついたら何万もの人にフォローされていた。書籍化の話ももらっていて、人生でこんなサプライズが起きると思っていなかった私は、まるで夢の中にいるかのようにふわふわした気分だ。ばあちゃんは知ってたよ。なっちゃんの絵は優しくてみんなを幸せにしてくれるって。背筋が曲がって、ちょっと小さくなった祖母があの頃と同じように温かい手で私の頭を撫でてくれる。私の人生、やっと世間に評価された。でもそれより嬉しかったのは祖母の笑顔だ。生まれてきてよかったと心の底から思えたのだった。Please don't leave that string in the fridge forever. It stinks, it stinks, it's rotten. My mother-in-law, who is a country bumpkin, held her nose and threw it in the trash. Treating the food my parents made with all their hearts so poorly. I finally reached my limit. Take a look. I'll show you my true self when you see it. I'm Hara, a 26-year-old housewife. I met my husband Kato when I was working part-time at a restaurant. The restaurant was a set meal restaurant that was famous for its delicious food in my hometown. I'd like one fried horse mackerel set meal, please. Yes, thank you as always. He was dressed in an elegant suit and looked like a typical city businessman, and he would stop by the set meal restaurant where I worked every time he went on a business trip. My parents' house was a set meal restaurant near this set meal restaurant. It wasn't booming, but it was able to survive thanks to tourists on weekends. I only watched over the family business on weekends and helped out on weekdays, and devoted myself to part-time work at the set meal restaurant. Misa, I want to date you with the intention of getting married. On our 10th visit, Kato asked me out. He said he was attracted to my cheerfulness and enthusiasticness. A month after we started dating, I moved to an apartment near Kato's apartment where he lives alone. I ran out of savings, but I was happy to be able to see Kato soon. I want to say hello to Misa's parents, but when is the best time? Kato proposed to me a year after we started dating. To be honest, I didn't want him to come to my parents' house. It was a rusty, salty roof. When the wind blew, it made a banging sound. I was embarrassed to have them see my shabby house. Can we go to Kato's parents' house to say hello? If that's okay with you, Misa. I was relieved by his answer. His parents' house is a poor neighborhood in a small port. We hid our parents' business and went to say hello to the glitzy city's Yoshiaki Trust. I was looking forward to seeing what kind of woman Kato chose, but you're really a good guy. Kato's mother is almost 60 years old. I wonder if she doesn't know how to express concern, such as tanned or healthy. I'm sorry. Our family is a poor town, and the sea has been my playground since I was little. Dad, no need to talk about that. I cut off my darkly tanned father's excuses. I was proud of my hardworking parents, but I didn't want to be ridiculed for being from a fishing village.
1 month after the wedding and I started living with my parents, I heard my mother-in-law's voice, who was watching TV, say, "Isn't this near your parents' house?" From the kitchen. Oh, that's right. She worked at this restaurant. The restaurant where I worked part-time was featured on a rerun of Gourmet. That's right. That's where you called out to me and we started dating. I hurriedly answered Kato, who spoke nostalgically. Oh, no. So you grew up in a rural area like this. That day, she began to look down on me, a country girl, and made fun of me every time I refused. I don't think there's a good balance between a country girl and a city girl. It's like the reverse version of Beauty and the Beast. He treats me like a horse even in front of Gifu, without any pretense. When my father-in-law, who looked like he couldn't stand it, said that we married Kato because we loved him, so it's not our place to interfere, he came to my rescue and said, "You're already so sweet, I wanted a girl like a rich girl to become my wife." Asaki-san, can you mistake the government for a government? Don't you like the way my father-in-law supports you? My mother-in-law became even more sarcastic. Stop it, you can't talk to me like that. This is the house my parents built. If you're going to act arrogant, I have a reason for it. My father-in-law, who bought me, was devastated by the fierce attack on my mother-in-law's eyes on the way home. My father-in-law retired from a sales job at a food manufacturer at the age of 60. I heard that he was hired by a client company and was hired as a part-time employee. I don't think I could have endured married life without such a father-in-law. That's because my husband Kato is an extreme mama's boy and has been at the mercy of my mother-in-law and daughter-in-law. Mom, it's my fault for choosing Misaki as my daughter-in-law. Tori was the cheerful one. I guess country folk are gloomy at heart. I was speechless at Kato's words. I wanted to tell him that this is what happens to anyone who is told off every day. A few years after living like this as a newlywed, I became pregnant. Since finding out about my pregnancy, my mother-in-law's daughter-in-law behavior has become even more intense. It would be the worst if my grandchild was Misa-san. I wouldn't be able to sleep at night if a dark-skinned baby was born. Oh, it's too late. Mom, please pray for me to have Nita. I was depressed by my husband and mother-in-law's heartfelt words and cried my pillow at night. While my husband and father-in-law were at work, I was alone with my mother-in-law and this situation pushed me even further. The worst thing for a pregnant woman is stress. I acted cheerfully so as not to affect the baby, but I would have skipped cleaning again. You're so proud. Sorry. I'll blow it again right away. Misa-san, we're running out of rice. There was no toilet paper either. If you can't manage inventory, you'll be out of work. Sorry. I'll buy some right away. My mother-in-law told me, who was worried about pregnancy toxemia every day, that she was stressed out. Pregnancy is not a disease. She coldly told me that this bland miso soup is disgusting and I can't eat it. Sorry. After dividing up my portion, I added salt to the pot. I sat down at the table with her and took a sip of my own soup, and it was salty. This isn't mine. I spit it out in one mouthful. Oh, I'm sorry. This one was Misa-san's. I put it in the wrong place. Drink this water quickly. I hurriedly drank the glass of water that Shito offered me. This water is salty too. I'm sorry. I made a container of water for you, but it seems I put the sugar and salt in the wrong place. Lie. No way. I went to the sink and licked my mouth. My mother-in-law harasses me every day. I wonder if she doesn't love her grandchild. I tried desperately to hold back the tears that would come out when I saw my worn-out self in the mirror. I couldn't stand it any longer and consulted my husband. At the last regular checkup, the hospital told me to be careful about pregnancy-related hypertension.
Mom, what are you doing? Can't you even take care of your own health? I'm careful about what I eat. Is it your fault? No, but I want you to at least have separate dinners. Just until the baby is born. What are you being selfish about? When we lived together, you promised to cook the same food for the four of us. I said, drawing my sword closer. When I got home, Shidom's harassment escalated even further. Misa-san, are you staying in your room again? I'm sorry. I'll clean up right away. It's not like I'm staying in my room. It takes a long time to put on socks with a 15-month belly. Please clean the bathtub properly today. Because it's rough. Oh, yesterday I mopped the floor, and before that I weeded the garden. And today I'm going to clean the bathtub. Since the beginning of the month, you've got the habit of pushing me to do all the work that I have to do to make my body smooth. What's with that face? Are you unhappy? I'm just trying to make things easier for you. Hurry up and do it. I put my hands on my hips and give orders with a tone like a drill sergeant. I understand. Misa-san, you have a rebellious look in your eyes. People in the old days gave birth to children in the fields. Yes. What does that mean? You're having so much fun that you can't even think clearly. That means you worked until the very last moment before giving birth. You're being spoiled. Oh, I've heard stories like that before, but that's not the reality of mothers. You get into the habit of talking about the bravery of people in the past as if it were your own. I'm not lazy or anything. I'm just moving slowly with my big belly. My father-in-law couldn't stand to see my mother-in-law in such a bad state, so he said, "You're the same, aren't you?" And offered to help me, saying, "You forget when you get older. It's because you do that Misa-san gets cocky. I'll tell you straight out. This person just stays in her room and takes naps during the day. Seriously." Shito spat out those words and looked at my belly as if it were garbage. "You're not a princess, so clean up quickly. Once you're done, go shopping. Today is a special day for rice, so I'm going to buy 2 10-kilogram bags." Shito said as he threw the burnt bread out of the toaster. "I can't carry something that heavy. I've been forced to go buy it before, but I can't carry 2 10-kilogram bags." At that moment, I said, "Good morning. It was a day off, but you woke me up because you were making noise." I heard my husband's voice coming into the kitchen. This was the perfect opportunity for him to see the unreasonable orders to clean and buy things. I pleaded with my husband. "Sorry for waking you up. Mom told me to buy rice, but I'm not confident and I'm worried about carrying heavy things because my stomach is bloated these days." I chose my words carefully so as not to upset my husband who is tired from work. Maybe he'll say I'll go instead. I put that hope into it. "Mom, Misa always makes excuses like this to skip work. I get it. You're the worst. I was stupid to have even the slightest hope." A wife who makes excuses, a wife who talks back, my husband had already heard that from his father. Mom is creating a curriculum with your father in mind. Don't you understand that she is being ruthless when she says this? She's not ruthless, she's the Ruth herself. I remember all the things she said and did to me since we started living together. "You're too fat. I was told to only eat 1 meal a day and to skip breakfast and lunch. I was kicked out of the house by the world because pregnant women should be exposed to the sun. At that time, I had a slight heat stroke and killed time at a convenience store. Among them, there was one word that shocked me the most. I'm looking forward to the birth. It's the day we'll find out if it's really Kato's child." Oh, I was shocked at how she said it, as if I had worked hard and given birth to another boy. I was shocked beyond anger as to why she would say such a thing.
Still, I endured it for the peace of the family. No, I endured it for the sake of the baby. I thought that when she saw the cute baby, she would stop and be kind to me for giving birth. But the reality is not so sweet. My husband is not sympathetic to my painful feelings. My mother-in-law's actions are covered in lies and meanness. My husband is at the mercy of his mother. The word divorce has made me scratch my head many times. The only reason I've been able to shake off those feelings until now is because my parents at home have sympathized with my painful feelings and cheered me up. Tears come to my eyes when I remember what has happened up until now. And the exchange between my mother-in-law and husband was the deciding factor. Oh, there's some dried horse mackerel in the fridge. Can you grill this for me? Oh, no, was there something like that in there? Isn't it already rotten? Misa-san, please don't keep that smelly, poor-looking string in the fridge forever. Oh, it stinks, it stinks. I'll throw it in the trash. I pinched my nose and threw it in the trash. It was sent by my parents. It's not rotten. I pleaded, half crying, about the dissolution that my parents made with all their heart. Won't you stop? My mother-in-law continued to bully me, ignoring my father-in-law's pleas. If I hadn't had children, Misa-san would have thrown it in the trash. I won't accept it anymore unless you stop. When my father-in-law, who is usually gentle, raised his voice, he was silent for a moment. But the next moment, he raised his angle and glared at my father-in-law, saying that he wanted to go in the trash too. My father-in-law was choked on his words and fell silent. And now he turned his attention to his husband, Kato. I'm disappointed in you for not being able to see through women. A wife who is bad at cleaning and cooking and just lies around in her room during the day is the worst. I wasn't taking a nap. I was working from home without telling Kato, saying that I was paying attention to my health. I endured my mother-in-law and husband's bullying of me as a wife, and I worked to make my parents' dissolution business flourish. A famous local restaurant that was featured on a TV program used our products. Nori, Hiji, Wakame, Kombu. The restaurant introduced our products on TV as the best tasting in Japan and would not be embarrassed to serve anywhere, which led to a reputation on SNS in Takuma, and inquiries to my parents' home flooded in. I set up an internet site and responded to orders from all over the country, which was a big hit. The dissolution business grew rapidly, and we expanded our business by becoming a company. Sales showed no signs of stopping, and we revitalized the region by purchasing all the fish from local fishermen. Our company's brand was also selected as a specialty product for hometown tax payments, and it quickly became known nationwide. I was thinking of one day making Shido, who was spending all of my family's money in making our house a country bumpkin, say it. Despite my thoughts, my mother-in-law and husband continued to fight. Sorry, Mom. Masaki looked radiant with her part-time job. I was wrong to marry her because I thought she would do a lot of housework. So I was deceived too. Damn it. My husband is leaving me alone. That's right. So Misa's radiance was just a facade. He should answer with a big smile. Misa, don't hang out there and hurry up and prepare breakfast for everyone. Oh, the toast is pitch black. Why are you eating burnt bread? The burnt bread is for Misa. This person's job is to deal with the leftovers, so who do you think is blacker, Misa-san or the burnt bread? It's hilarious in the morning. I felt that I had reached my limit with that conversation. Please divorce me. Clenching my fist, I stared at my husband and mother-in-law. Divorce? Oh, it doesn't matter. So, you've finally come. I've been waiting for you for ages. Masaki is the one to say it. The drug sickness god. You call me the drug sickness god? Yeah, I was. Wondering how long it would last. I feel sorry for Kato and Masaki. You shouldn't tell her directly that you're a 100-second god. Your mother would be happy too. If such a useless daughter-in-law leaves the house, then you should leave quickly. Useless.
When she said that, my anger finally snapped. Yes, I understand. My hands were shaking. I was shaking, but I couldn't turn back now. I took out the divorce papers from the drawer in the living room and handed them to my husband. You're ready now. I'll sign it, so you can come and get it anytime. Hey Kato, you've finally managed to get rid of the drug sickness god. I don't want to see your face again. I'll send it over. Why do I have to be subjected to such harsh words? My husband kicked out his wife and ordered me to get divorce papers. Shoot spat out that he didn't want to see her face. He's nothing but a beast. As I packed my belongings into my Boston bag, tears naturally came to my eyes, but I won't give up. I'm a strong mother. I'll make her regret it. An hour later, I took the train and the bus to my parents' house. The smell of travel salt. My tan parents' smiles were waiting for me. I'm back. Welcome home. I've arranged for the Sanan region here in case I go into labor anytime. All you have to think about is giving birth to a healthy baby. I hadn't planned on giving birth at my parents' home, but my mother, who knew about the escalating harassment, had prepared things for me. Thank you, Mom. I'm sorry for worrying you. And I slept like a log that night. The next day, I showed up at work, hiding my eyes that had been crying. It was because I wanted to do maintenance for an online store. Misa-san. I heard a familiar voice behind me as I headed towards my desk with my big belly. I turned around and saw my father-in-law. Dad, why are you here? To tell you the truth, my father-in-law's last job was my parents' house. He said that he had been headhunted by this rapidly growing online mail order company recently, and had no idea that this was my parents' house. I was grateful for the favor and we talked about the past. I have also been neglected by my son and mother-in-law, so I understand Misa's frustration. If this continues, I will not be able to calm down. Let's get revenge together. I could see the flames of revenge burning in my father-in-law's eyes. Together with my father-in-law, I will make those two people say, "Gah." We carefully planned that day. And on the day of the decisive battle, I contacted Kato's smartphone. I'm the one who signed the divorce papers. Of course. I'm coming to pick it up now. I'm at the front door. Bring it here. It's a pain. Come on up. I wonder who saw me and kicked me out. I can't help it. I'm going, so wait. What a hassle. Is this what he said to his wife? No, it's only natural since he doesn't have any love for me anymore. I gave a thumbs up to the driver of the car. My husband got off the bus with a grin and handed me the green light battle hair. It's signed properly. Thank you. I'm the guarantor, but I'll ask your parents to sign it. I asked my husband to call my mother-in-law. Mom, Misa says she wants you to come out. My mother-in-law and mother-in-law came out to the front door when my husband called. No, I told you not to show your face, Misa. A sign. It's a hassle, but I'll be happy to cut ties with you. Her twisted smile is as creepy as ever. I took the divorce papers that Shoot had signed as if to snatch them away. Now we can get a divorce. Thank you for your help. I handed this hair to the driver who got out of the black crown. Yes, I certainly accepted. The driver accepted it standing upright. Yes, it was Gifu. You weren't working today? My husband and mother-in-law were confused by the sudden appearance of my father-in-law. Today I'm the president's driver. Huh? The two of them were stunned. Who's the president? I only came out here. Oh, I didn't know. I'm the president. Ha, hee hee.
They couldn't keep up with the situation, and their mouths were opening and closing. Come on, President, let's go back to the company. My father-in-law opened the passenger door and urged me to get in. Why the passenger seat? Because my parents were in the God seat. It's been a while, Gado-kun, my father said. Thank you for taking care of us, my mother said, and when my parents opened the window and greeted me with a smile, Shito and my husband screamed and lost their nerve. Both of you should greet properly. This is the chairman and the managing director. My husband and mother-in-law stood there, unable to escape, like a villain who had been shown the blue of his back. I'm sorry for being two people. My father-in-law bowed to my parents. At that moment, my husband regained his composure and started complaining. Wait a minute. Do you have any proof that you're the president? Show me the proof. Yes, Misa, a country bumpkin, is the president. You should stop joking around. Anyone can say it if it's just something that comes out of your mouth. My mother-in-law also agreed with my husband and started to get excited. You're being mean. Shut up. If you say anything more incomprehensible, I'll embarrass you. Unable to bear the attitude of the two women, my father-in-law opened the Yuhara Shoji homepage on his smartphone and showed it to me. It's Misa. My husband looks up to the sky after checking my face photo and the president's name. My mother-in-law doesn't understand what I'm saying and looks around. This 3-story building is the company where I work. And Misa built this mansion. Isn't it amazing? My father-in-law is bragging as if it were his own. And most of the fishing boats that are parked on fishing trips are owned by Yuhara Shoji. Seriously? It's a really rich company. Is Misa the president of such a company? My husband jumped up as if he had won the engineering lottery. It's nothing to do with you anymore. I signed the guarantor's document and the divorce is finalized. Congratulations. Did my father-in-law's words point out his false joy bring him back to reality? My husband turned pale and started yelling that the divorce was over. Don't mess with me. My father-in-law scolded Kato, who was trying to take back the divorce papers. It's scary when someone who is usually gentle gets angry. Both I and my parents were scared of my father-in-law's power. Misa-san, I'm sorry. Please come back to your hometown to give birth and come back when you've calmed down. How dare you say that? My mother-in-law and mother-in-law flattered me even though they made fun of me as a country bumpkin from a poor fishing village. It was my mother who gave her mother-in-law a scolding. I won't be giving her a scolding today. Misa and her newborn grandchild will not step over your child. Well, we were certainly poor fishermen. But the fish we caught were all good enough to be sold anywhere. I took over the trunk goods store that Sendai had protected. Yes. Thanks to the people who spread our high-quality fish and dried fish to the food and beverage industry, we were able to expand our company. Wow. I started a mail-order business and was successful in internet sales. Apparently she was scolded for taking a nap, but for the future of the company, she hired her husband, who is an expert in sales. No. If that's the case, you should have gone sooner. The face of my mother-in-law, who turns red and blue, is kunikata. My mother continues. Otaku-sama said that he threw away the important items that were hard to get even if he reserved them because they were smelly and rotten. No, that was because he was worried that something might happen to Misa-san. So it was your mother's consideration to make you drink water full of salt and go buy 20 kilograms of rice? Shito was finally at a loss for words at his mother's sharp questioning. Accept your fate. And sign this paper too. My father-in-law took out an envelope from his pocket and thrust his divorce papers in front of my mother-in-law. I could see the blood drain from my mother-in-law's face as she stood there, stunned. Misa, please don't leave me. My husband clung to me with a pitiful look on his face. The drug disease god will go away.
You and your mother will be real now, right? I shook off my husband who was clinging to me and got into the car. My mother-in-law's face reflected white in the car headlights, like a ghost. Wait, Nisa. My husband changed his driving style and ran after the car, looking ugly. What happened to those two after that? My husband chased the car we were in. I saw him fall in the middle of the road, but he must have been possessed by the real drug disease god. I laughed heartily. According to my father's report, the two of them were blaming each other for driving out the CEO and the talented Gifu, and the fight was unbearable. Kato was tricked by a girl he met on a dating app. She scammed him out of a lot of money, and apparently blackmailed him for the millions of yen he had collected from his former boss. It was company money, but he couldn't talk to anyone about it and ended up paying out of his own pocket. Shito ate a fresh Hiroshima Sans writing that he received from a neighbor, and it seems he was hospitalized after hitting the jackpot. It's a pathetic story, but he's a complete stranger now. It has nothing to do with me. Around the time my divorce from Kato was accepted, I gave birth to a beautiful girl. After first left the Corps, I decided to live with my parents and was assigned a room in Nijo. When I put the baby to bed in the crib that was already prepared for me, my mother laughed and said that she looked like Misa when she was a baby and was cute. No, her mouth is like mine. Is my father stupid? Yes, these lips are for me. The corners of my ex-father-in-law's eyes are always drooping. I think it's Hannah who looks like my father. Just now, I said, it's weird to call him Dad. When my mother pointed that out to me, I instinctively put my hand over my mouth. I see. So what should I call him from now on? I was trying to think of a solution, and my father is the manager. He said that he thought I would use my sales skills to become Masaki's right-hand man at our company. Gifu was shocked at the sudden example of timidity. The former manager of Ayahara Masashi Shoji. The manager should live here too. There's an extra room. Let's watch our grandchild grow up together. Oh, that made me laugh. I see. You're blessing me too. It's a logical phenomenon called the new Saint Beauty. Dad. We all laughed around the baby. I'm not a country bumpkin. I'm very, very lucky. My name is Akemi. I'm 37 years old. I started my company when I was 31. Business is going well and I have about 20 employees. Everyone is friendly and it's a great place to work. I want you to hear about the turbulent life I went through before I started my company. I got married when I was 27 and gave birth when I was 29. When I was single, I worked as a web designer for a regular company. I had no desire to get married, but my parents introduced me to someone they knew who would be a good match. The woman was the same age as me and a sales manager for a major company. He aggressively approached me from the start and proposed to me soon after. I quit my job and became a housewife as he asked. But I soon discovered my husband's true nature. First of all, he hadn't been able to separate from his parents. I later found out that he got married to please his parents and that he didn't care who he dated as long as it made them happy. So even after we got married, my husband would often go back to his parents' house on the weekends, leaving me home alone. He also had a very self-centered personality. He was an only child who was spoiled to the max by his parents. When he took a bath, I had to prepare his pajamas in advance, and once I forgot, he got really mad at me. In the morning, I had to make sure that the suit he was going to wear was next to his bed. Dinner always had to have side dishes. Frozen foods and ready-made meals were not allowed.
The toilet in the room had to be kept clean at all times, and I always vacuumed and mopped the floor in the morning and evening. Of course, he didn't help at all. Still, I did my best because we were married. Soon after, I found out I was pregnant. Both families were happy, and I hoped that this would be the trigger for him to change a little, but I was completely wrong. He would immediately get angry when I noticed that he was slumping and hindering the housework. He would ask me why I couldn't do what everyone else was doing. Even though I was doing my best to do the housework with my growing belly, he would just play games on his phone. Not only did he show no sign of helping, he didn't seem to have any awareness of becoming a father. I gave birth to a baby girl. Her name is Anne. My expectations were dashed, and after giving birth, his selfishness only intensified. When I returned home from Sanin, a huge pile of dishes awaited me. He hadn't done any housework while I was in the hospital. I was bleeding and had no choice but to devote myself to the house tree for a while. He didn't say a word of thanks. What's more, he said, it's only natural that you should do something like this quickly. You've gained weight, haven't you? You look like a meatball. Hey, meatball, answer me, he said, looking down on me after I gained weight in the past 3 days. According to the doctor, my weight gain rate is quite normal. I had planned to go on a diet after seeing the change, but this really pissed me off. He doesn't help with the housework. He looks down on me after giving birth. Stop it already. When I started to get angry, he slammed his chair down, stood up, and became furious. Who are you talking to? I'm the breadwinner here. As the wife, you just have to do what I say. Besides, anyone can do housework. Don't talk so high and mighty. Quote. I was so angry that I couldn't even say anything back. From that point on, my husband would belittle my appearance every time I refused. Is the meatball rice ready yet? Oh, the grand champion is coming. Do you know the word, slimming down? He could say whatever he wanted. If I tried to argue back, I felt like chairs would fly like in a wrestling brawl, so I held back. Above all, I felt I had to protect the baby. He didn't help at all with the housework or the child. It was hard to deal with the crying and whining of my first child. I spent my days looking at my face in the mirror every morning until I was completely exhausted. There was no time to do anything. Eventually, there were days when I could only go to the bathroom once in the morning. Even so, I told myself that this is what it's like to be a mother to a baby. One day, when my husband was complaining about my appearance as usual, he said, "You had a baby and left your girlfriend. Let's get a divorce. I like a young girl at work. By the way, my daughter looks like you, like a meatball, and suddenly broke up with me." I didn't understand what he was talking about. I've always been fat. I can't stand it anymore. I like slender women, so pack your things and get out of here. That's just ridiculous. Huh? What are you talking about? There's no way I could do that. Confused, I immediately contacted my husband's parents. My husband said he wanted a divorce because I had a child and left the other woman. Can you help me? In contrast to my panic, my in-laws remained calm. If your son says so, then it must be true. It's proof that your daughter-in-law isn't trying hard enough. What on earth did you do? I can't forgive you for making my son suffer. I had no choice but to despair. Get out of here already. I have no interest in you saying you left the other woman. How are you and my daughter going to live from now on? I don't know.
Just become independent. Bye bye, let's grill some meatballs. After being subjected to repeated verbal abuse, I reached my limit and decided to leave the house with my daughter that day. I didn't cry. To be precise, I couldn't even cry. It's fine if it's just me. I couldn't forgive my husband for saying such harsh things even to his own daughter. With nowhere to go, I went to my parents' house for advice. My younger brother and his wife were living there, and they had a baby about the same age. I thought it would be a bother for them if I went back there, but I couldn't do anything about it. I asked if they could leave my child and I alone for a while, and both my parents and my younger brother and his wife welcomed me warmly. I told my parents and my younger brother's wife about the whole story and told them that we were no longer married, and they encouraged me by saying that I could stay there as long as I wanted. That was the first time I cried. I was so happy that I couldn't stop crying. Then my younger brother's wife made a suggestion. We'll need a lawyer from now on. Before I got married, I worked as a secretary at a law firm. I have a friend from back then who still works there, so I'll introduce you. Thanks to this very helpful suggestion, I was able to meet a competent lawyer a few days later. The lawyer was a woman. She was in her early 40s and had also been divorced, so she was very helpful in giving me advice. We had several discussions about the divorce, but we couldn't reach an agreement. The teacher who said that her husband wouldn't pay child support prefaced her statement by saying that she wanted to hear her own personal opinion, but then went on to say that her husband claimed that she had failed to make an effort as a woman and that she was prioritizing the children as reasons for the divorce. It's like he's grown up as a spoiled child. The purpose of marriage is to please your parents, and the goal of married life is to control you. I don't mean to deny that he should try hard to get child support, but I think it might be a good idea to just give up and cut ties completely. He, or rather, his parents, are both hopeless. She told me with a serious expression that she thought it would be much more constructive to look to the future than to get involved with such people. At that moment, I felt something inside me explode. What a lame reason for the divorce. The abusive language he used towards our daughter just before we broke up. It was too painful to be involved with him any longer. I wanted to be free from him as soon as possible. I made up my mind. I would raise our daughter on my own and make her much happier than she is now. From now on, I need to work hard for my daughter. Are you prepared? Yes, I am. I answered the teacher's question firmly and resolved to live my life with my eyes fixed on the future. After the divorce was finalized, I resumed working from home as a web designer. Fortunately, food has become popular recently, and work as a freelancer has been coming in steadily. I worked like crazy. I worked on design work day and night, and also took on midterm contracts and childcare. Once I became a freelancer, I set up a website and made full use of Twitter, Instagram, and SNS for sales activities. After about a year of doing this, I was able to earn a little more than my ex-husband's income. As an added bonus, I won an award in a web design contest, which led to even more work coming in. I finally started my own design company. When things got tough, my sister-in-law helped out as a secretary, and with the help of part-time workers, the company got off to a good start. As the company grew, sales efforts became necessary, so my younger brother, who had previously worked at a major advertising agency, quit his job and became the sales representative. My younger brother, who had originally been familiar with the details, started using existing media for advertising, while focusing on the SNS-centered sales activities that I had been doing up until then, and the company's performance improved significantly. As the company grew, I also started to pay attention to my appearance. At the time of my divorce, I was always desperately trying my best with no makeup and glasses. I am still the same reckless person, but as a president,
I can't help but be conscious of the eyes of my employees and customers. I graduated from wearing no makeup and glasses and started buying brand name suits and bags. I had a neat hairstyle with a nightgown, and my makeup was neat but not too flashy, and I could see that my appearance exuded confidence and pride as a manager. Then one day, after work, Yoshima and I went to a restaurant in Aoyama. It had a great atmosphere and was one of my favorites. The waiter told Yoshima the recommended menu for the day, so it didn't take long to choose. Above all, I liked that it wasn't arrogant despite being a high-class place. As we sat down, a familiar face approached us. It was my ex-husband. He seemed to be doing well. He smiled broadly and brought us some water. Yes, he works at this restaurant. He treats us with a familiarity that is unlike that of a waiter. The image of Komanchi before the divorce flashed through my mind and I felt a little sick. Oh, come to think of it, you're the one who's doing well. I smiled and said the same thing. I had heard through the grapevine that after the divorce, he had gotten into trouble with a woman and was fired from his job. I had no idea what happened after that, but a relative of mine who often comes to this restaurant told me that he had recently started working as a waiter. Yoshima and I came to this restaurant half-jokingly, pretending not to get up. You look much better. His attitude, as if he had forgotten the past when he had made fun of me, made me jump into combat mode. You're annoying. Get out of my sight. Hey, don't be so cold. I heard you started a company. It was the other day. I was surprised when I saw you in a magazine. Can you let me join your team? How dare you say that? Huh? I don't really understand what you're talking about. Why? It's between you and me. Let's try to be married again. Keep your jokes to yourself. I gestured to shoo him away, telling him to go away because it would ruin our dinner. Immediately, he became angry. What's with that attitude? You're the one who's acting rudely. I'm the customer. What's wrong? You're a woman, but you're acting all high and mighty, and it pisses me off. I used to feed you. Even after I divorced you and you fired me from your job, you're a man who shows no remorse. There are people like that in this world. Amidst the angry exchange of words, I found myself strangely calm. Then the owner of the restaurant appeared. How is it, sir? The owner and I have known each other since the restaurant opened, when she was still a rookie waitress, and now we're best friends with a strong bond as business owners. She asked me worriedly what was wrong because my waiter was yelling. What's wrong with you, huh? Can you do something about it? When I said that, the owner glared at my ex-husband. What do you mean, you're a waiter? Huh? This guy and I are married, and he just started a new company. If I asked him to hire me, he'd get mad. I didn't say anything and just argued back. First, let me say we're ex-husband. He insulted me and my daughter and then got divorced. We're complete strangers. How can you talk to a complete stranger like me? I could see the owner's face turning red like boiled rice. Huh? Because she's a woman, but she talks big. His excuses made no sense at all. Woman? Woman? I'm a woman too. The owner's anger finally reached its peak. Huh? No, the owner is different. He's not a woman. No, that's not what I meant. What are you talking about? I hate people who discriminate based on gender the most. I don't want someone like that in my restaurant.
You should get out of here right now. The owner's Saturn echoes throughout the store. Oh, I'm sorry. I'm so sorry. If I get fired from here, I'll have nowhere to go. Please help me. I smiled and told my ex-husband, who was pitifully clinging to the owner, to try to become independent. My ex-husband was dragged away by the security guard while crying and thrown out of the store. According to the owner, my ex-husband had been fired from his previous company and was struggling to find a job, so the owner took pity on him and hired him as a waiter, but he ended up repaying his kindness in this way. He really deserved it. I've never met anyone for whom these words sounded so fitting. My company has been doing well ever since. What's more, I'll soon graduate from being single. When I participated in a networking event for business owners, I met a male business owner who had been divorced. It didn't take long for us to become friends as we shared similar wounds. I have a daughter, and he is single. We spend a lot of time together, deepening our bond with our daughter and our families. And we decided to start a new family by the following spring. This time, he is loving and kind. On the other hand, my ex-husband. According to my excellent secretary, Yoshima, he was kicked out of that store and is still unemployed and has no girlfriend. After making fun of my appearance so much, he now seems to be displaying the kind of stubbornness that is typical of metabolic syndrome. Luck and the flow of time are cruel. My life is like a roller coaster. I got married, had a child, got divorced, got a job, and started a company. I learned the hard way what it means to bring things upon yourself. If there is anyone out there who is currently feeling like they are in the middle of a tunnel, in a dark place where nothing can be seen, I want to say this. There is always a way out. There is no night that cannot be opened. Incidentally, the lawyer who supported my divorce is now my advisor.夕暮れの光が古びた和風住宅の縁側に差し込み、私は疲れた目を遠くに向けた。介護疲れに押しつぶされるように深いため息が漏れる。もう、限界。あれから9年。夫を突然失った直後から、私は寝たきりの義母の介護を続けてきた。それは長く苦しい年月だった。夫の兄である長男夫婦は、私に対する恩義も何も示さず、挙句の果てに実家の財産を独り占めしようとしている。彼らの冷酷さと無情さにもう我慢ならない気持ちが募る。神も仏もいないのか。私は心の中で叫びながら縁側に座り込み、ご先祖様の魂に助けを求めた。何もかもが絶望的に思える中、一筋の光を見つけるために必死だった。私は香織、55歳の専業主婦。夫は次男坊だが、兄夫婦が離れて暮らしているため、私たち夫婦が義母の節子と同居してきた。子供は娘が一人いるが、すでに嫁いで家を出た。9年前に夫が突然他界し、以来、寝たきりの義母の介護を一手に引き受けている。義母はかつてアクション映画のヒロインのように元気で活動的だった。庭仕事が大好きで、毎日花を育てるのが彼女の大きな喜びだった。彼女の花壇はまるで花のオアシス。しかし、ある日突然庭で転倒し骨折してしまった。その時私は、お母さん、ダンスの新しいステップですか？と思わず冗談で声をかけたのだが、本物の怪我だった。義母はこの怪我がきっかけで、健康状態が急速に悪化してしまったのだ。骨折の治療が終わった後も、義母は以前のように自由に動くことができなくなり、日常生活に支障をきたすようになった。さらに、高齢による慢性的な病気も抱えており、介護が必要な状態になってしまった。私は、義母の介護というミッションに取り組みながら、
毎日笑いを絶やさずに頑張った。毎日彼女のために食事を作り、薬を管理し、日常生活のサポートを行っている。義母は最初は自分が介護を受けることに抵抗を感じていたが、次第に私の献身的なサポートに感謝の気持ちを抱くようになったようだ。義母は85歳になり、日々の生活には多くのサポートが必要だ。痰の吸引、おむつの交換、入浴の介助など、医療的なケアのすべてを私は一人でこなしている。まるで介護オリンピックの金メダリストになった気分。時折、夜の静寂の中で義母の苦しそうな息を聞きながら、私は自分の限界を感じることもあった。それでも、彼女の笑顔と感謝の言葉が私の支えとなっている。義母との日々は決して楽ではないが、絆は次第に深まっていった。ある日、義母が小さな声で、ありがとうと言ったその一言が、私にとって何よりも大きな報いだった。どんなに辛くても、私は彼女のために全力を尽くすことを誓った。思えば、誰かの助けを借りようと考えたことは何度もあった。しかし、義母にとっても私にとっても、他人に頼ることは容易ではなかった。私たちは強い絆で結ばれており、他人に介入されることを避けたいという気持ちがあったのだ。朝から晩まで義母のことを第一に考え、時には自分の体力や気力が尽き果てそうになることもあった。しかし、それでも私は義母の笑顔や感謝の言葉に支えられ、前に進む力を見つけてきた。介護を通じて私は忍耐や思いやり、そして何よりも愛の大切さを学んだのだ。ある日、私がふと義母の手を握ったとき、彼女の目から一筋の涙がこぼれ落ちた。その瞬間、義母の心の奥底に私に対する感謝の気持ちを感じた。その思いが言葉となって出ることはなかったが、私にとっては何よりも雄弁だった。亡父の兄、健太夫婦は遠くに住んでおり、年に数回しか顔を見せなかった。彼らは仕事が忙しいという理由で介護から距離を置き、自らの負担を軽減していたのだ。彼らにとって私はまるで都合のいい家政婦のような存在だった。私が義母の介護に追われる間、彼らは遠くからその様子を見守るだけで自分たちの生活を優先していた。義母のために懸命に働き、介護のすべてを引き受ける私の姿を見ても、長男夫婦は一度も感謝の言葉を口にしなかった。彼らは私の介護を当然のこととし、義母の面倒を見るのは私の義務だと考えていたのだ。そんな彼らの無情さと冷淡な態度に、私は次第に不満を募らせるようになった。義母の介護に追われていたある日、痰の吸引やおむつ交換が必要で、まるで時間が溶けていくかのように忙しかった。その日も慌ただしい一日が過ぎ、ふと気づけばもう夕方になっていた。突然玄関のドアが勢いよく開き、長男夫婦が突如現れたのだ。私は笑顔を作りながら鬱陶しさを感じた。こんにちは。突然ごめん。忙しかったからなかなか来れなくて。長男が少し申し訳なさそうに言った。お久しぶり。でも忙しいんだから仕方ないですね。私は笑顔で答えたが、心の中ではもっと頻繁に来てくれたら嬉しいのに、と思わずにはいられなかった。リビングで長男夫婦と話していると、彼らは自分の仕事の話ばかりしていた。義母の介護のことにはほとんど触れず、まるでそれが私の日常の一部であることを当然のように思っているかのようだった。ねえ、今度の休みに家族旅行に行こうと思ってるんだけど、どう？長男の妻のリエが話し出した。それは楽しそうですね。でも、お母さんの介護をどうするか考えないと。私は答えた。大丈夫よ。プロの介護サービスを頼めばいいじゃない。と彼女は軽い口調で言った。その言葉を聞いて、私は内心苛立ちを感じた。私が日々どれだけ労力をかけて介護しているか、彼らには理解してもらえていないのだ。そうですね。考えてみます。私は穏やかに答えたが、心の中ではふつふつとした思いが募った。長男夫婦が帰った後、私は義母のそばに座りながら、
彼らの言葉を思い返していた。介護は確かに大変だが、それでも私は義母と過ごす時間を大切にしている。長男夫婦の訪問はまるで小さな嵐が過ぎ去ったようだった。彼らの足音が消えるとともに、家は再び静寂に包まれた。私は深く息をつき、義母の手を握りながら心の中でつぶやいた。もっと家族のサポートがあれば、私も少しは楽になるのかもしれないのに。義母は微笑みを浮かべ、私の手をそっと握り返した。その瞬間、彼女の目に一瞬の感謝の光が見えた。彼女は私の苦労を理解しているのだろう。私たちの絆は強く、たとえどんな困難があっても乗り越える力があると感じた。それでも、心の片隅には家族のサポートを求める気持ちが消えずに残っていた。ある日、我が家を一人で訪ねてきたリエが突然切り出した。香織さん、この家の財産のことだけど、彼女の目が鋭く光った。この家に居座るつもりだろうけど、この家は長男である主人のもの。あなたには何の権利もないの。そこのところはちゃんと理解しててね。私は黙って聞いていた。9年間、誰にも感謝されることなく、献身的に介護を続けてきた私。リエさん、私が何か言いかけたとき、彼女は冷たく突き放した。問答無用。その言葉は、まるで氷の刃のように私の心に突き刺さった。何も言い返せず、ただうつむいてしまった。彼女の言葉は、献身的に介護を続けてきた私にとって、あまりにも残酷だった。しかし、リエの攻撃はこれが始まりだった。数日後、彼女は近所の集まりで、あたかも見てきたかのように私の悪口を言いふらし始めた。弟嫁は遺産目当てで居座っているの。介護もろくにしてないみたい。お母さんがかわいそう。そんな事実無根の噂を流し、私の社会的信用を失墜させようとした。ある日、私が大切にしていた義父の遺影がなくなっていることに気がついた。探しても見つからず、リエに尋ねると、あら、そんなものあったかしら。邪魔だったから捨てたかもしれないわね。と涼しい顔で答えるのだ。私は悲しみと怒りで震えたが、リエは全く悪びれる様子もない。さらに、リエは私の部屋に頻繁に出入りし、持ち物を勝手に処分したり、隠したりするようになった。私が大切にしていた母の形見のネックレスや、旅行先で買った思い出の品なども、いつの間にかなくなっていた。私は精神的に追い詰められ、自分の部屋にいることさえ安らげなくなった。精神的な攻撃に加え、リエは私を経済的にも追い詰めた。ある日、私が銀行でお金を下ろそうとすると、口座が凍結されていた。銀行に尋ねると、ご家族からこの口座を凍結するように依頼がありましたという。私はリエの仕業だとすぐに気づいた。私は途方に暮れるしかなかった。リエは追い打ちをかけるように私の過去の秘密を暴露し始めた。それは私が学生時代に犯した誰にも知られたくない黒歴史。自転車で通学途中、突然犬に吠えられて転倒し、当時好きだった男子の前でパンツ丸見えの大失態を犯したのだ。リエは私がこっそり話したその秘密を SNS で拡散し、私の友人や知人、そして近所の人々にまで知れ渡るように仕向けた。秘密を知った人たちは私を笑い物にし蔑んだ。唯一の味方だった友人からも、そんなドジとはもう付き合えないと告げられ、私は絶望のどん底に突き落とされた。リエの容赦なき嫌がらせに、私はまるで抜け殻のように日々を過ごしていた。絶望の淵で、かろうじて息をしている。そんな状態だった。そんなある日、奥の暗い部屋から、まるで最後の灯火のような義母の声が聞こえた。香織さん？聞こえる？その声は今にも消え入りそうで、それでも確かに私を呼んでいた。私はまるで糸に惹かれる操り人形のように無意識に義母の部屋へと足を運んだ。部屋の扉を開けると、そこは昼間だというのに薄暗く、静寂だけが支配していた。
ベッドの上に横たわる義母は、まるで老人形のように痩せ細りながらも、その顔にはかすかな慈愛に満ちた微笑みが浮かんでいた。かおりさん、来てくれたのね。義母はかすれる声でそう言うと、弱々しい手を私の方へ伸ばした。私はその手を握りしめ、こみ上げてくる感情を必死に抑えようとした。今まで本当に、ありがとうね。その言葉は、まるで別れの言葉のようで、私の胸を締め付けた。お母さん？私は喉の奥から絞り出すように声を上げた。あなたには、感謝してもしきれないわ。義母はゆっくり目を閉じ、そしてまた開いた。その瞳には深い悲しみと、私への限りない愛情が宿っていた。でも、もう無理はしないで。あなたの人生も大切にしてほしいの。その言葉を聞いた瞬間、私の目からとめどなく涙が溢れ出した。それは悲しみ、感謝、そして安堵。様々な感情が入り混じった、止めようのない涙だった。お母さん。私は泣きじゃくりながら義母の名を呼んだ。かおりさん、あなたは本当に優しい人だわ。義母は私の手を力強く握りしめた。健太も、理恵さんも、いつかきっと、あなたの優しさに気づくはずよ。その時、まるでドラマの悪役のように、理恵が部屋にぬっと現れた。その顔には邪悪な笑みが浮かんでいる。どうやら彼女は忍者のように静かに我が家に侵入し、義母の部屋の外で私たちの大切な会話に聞き耳を立てていたようだ。お母さん、何を言ってるんですか？かおりさんにそんな甘い態度をとって。理恵はまるで舞台役者のように大げさな身振り手振りで義母に詰め寄った。その目は獲物を狙う猛獣のようにギラギラと光っている。それに抗うように義母は言った。かおりさんには感謝しかないのよ。私の介護を押し付けておいて。あなたたちこそ彼女にお礼を言いなさい。義母はまるで雷鳴のような声で理恵を叱りつけた。その迫力に理恵は一瞬言葉を失い、まるで石のように固まってしまった。だって。理恵は何か言い返そうとしたが、義母の鋭い視線に射抜かれ、結局何も言うことができなかった。その顔は、まるで狐につままれたように間抜けだった。ふん。理恵は鼻を鳴らすと、まるで負け犬のようにすごすごと部屋を出て行った。義母には申し訳ないが、私はこの家を出ることを決意した。まるで長年囚われていた牢獄からの脱出だ。私は片付けに取り掛かった。義母の介護でこの家に積み重ねた9年分の記憶を一つ残らず詰め込んでやる。埃をかぶったアルバムを開けば、そこには若かりし頃の私の姿があった。まるで別人だ。すでに成人している子供たちの通知表がまるで勲章のように輝いている。そして引き出しの奥から出てきたのは、亡き夫との甘い記憶が詰まったラブレターの束。まるでタイムカプセルのようだ。もういらないわ。私は過去の思い出を一つ一つ手に取り、まるで悪霊を払うかのように段ボールへと放り込んでいく。その姿は他人が見れば、まるで過去と決別する戦士のようだったろう。さようなら、私の不幸な日々。私は勝利宣言のように高らかに叫んだ。私が荷物をまとめ、この呪われた家からの脱出を試みようとしたその時、亡き夫の兄の健太が私の前に現れた。待ってくれないか。彼の声は生まれたての小鹿のように震えていた。その顔には、まるで世界の終わりを迎えるような絶望が浮かんでいる。母さんの介護は妻には無理だ。かおりさん、頼む。なんとかしてくれ。皮肉なものだ。今までまるで空気のように私を無視してきた男が、今更泣きついてくるなんて。その姿は三文コントのようでおかしい。もう関わらないで。
私はまるで氷の女王のように冷たく言い放った。もう疲れました。自分の人生を歩みたいんです。私はまるでヒロインのように高らかに宣言した。そんな。健太は石像のように固まり、口を金魚のようにパクパクさせている。せいぜい奥さんと協力して頑張ってください。私はそう言い放ち、この家を後にした。私が家を出た後の義母の介護をめぐる長男夫婦と親戚筋の責任の押し付け合いは、まるで自分の子供の運動会を応援するモンスターペアレントのように熾烈を極めた。義母亡き後の遺産分割のあり方を交えて繰り広げられる騒然とした会議は、プロレスさながらの罵声、怒号、そして時折、謎の専門用語が飛び出した。別室で寝ている義母にも聞こえるし、まさに地獄絵図だったろう。私はこの泥沼の戦いに巻き込まれないよう、観客席の VIP ルームから観戦するかのように安全な距離を保ちつつ、その様子を観察した。遺産という名のトロフィーは誰の手に渡るのか。私は実況アナウンサーのように心の中でつぶやいた。まあ、ポップコーンでも食べながらゆっくり観戦するとしようかな。私はピクニックを楽しむような気分だった。ある日、私は近所のスーパーで買い物をしていた。すると、偶然にも宿敵と再会したかのように、リエと遭遇した。リエは冷凍庫から出したばかりの魚のように冷たい視線を私に向け、こう言い放った。あなたが出て行ったおかげで、私たちは地獄のような日々を送っているのよ。すべてあなたのせいだわ。私は前奏のように静かに答えた。私はただ、自分の人生という名の宝を取り戻しただけ。あなた方も自分たちの人生という名のゲームをプレイすればいい。その言葉に、リエはまるでフリーズしたコンピューターのように何も言い返せなかった。あなたたちに何も望まないから、もう関わらないでほしいのです。私は、まるでマニフェストを発表する政治家のように最終宣言した。ただ、この9年間、まるで奴隷のように献身的に尽くした私に、誰一人として敬意を払わなかったことだけは忘れないでほしいわ。アパートに移り住んだ最初の週、私は近所の花屋でアルバイトを始めた。そこは、まるで魔法少女の秘密基地のようだった。色とりどりの花々が宝石のように輝いている。そんな中、運命の出会いのようにお客様の一人と話をする機会があった。あら、ここで働き始めたばかりの新人さんよね。そのお客様は探偵のように私のことを見抜いた。ええ、そうです。私は最高の笑顔で答えた。実は、長年の介護という名の監獄から自由を求めて脱獄してきたんです。私は冒険譚を語る銀融詩人のように過去の出来事をドラマチックに語った。そのお客は感動的な映画を見た観客のように涙を浮かべた。まあ、私もかつてはあなたと同じように介護という名の RPG をプレイしていたの。それはもうレベル上げが大変で。そのお客は戦友に出会ったかのように熱く語り始めた。お客様、今は？私がジャーナリストのインタビューのように尋ねると、そのお客様はキラキラとした笑顔を見せた。今は自分の好きなように、ラスボスを倒した後の勇者のように自由に生きているわ。あなたもきっとそうなれる。その言葉は魔法の呪文のように私の心に響いた。ありがとうございます。私も自分の人生という名の RPG を最高に楽しんでみせます。私はまるでゲームの主人公のように高らかに宣言した。その数ヶ月後、義母は静かに息を引き取った。そして彼女の遺言書には驚くべき内容が記されていた。家と遺産の大半が9年間献身的に介護を続けた私に託されていたのだ。長男夫婦は言葉を失った。母さんが、そんな。二人は震える声でつぶやいた。遺言書には感動的なメッセージが添えられていた。香織さん、あなたには感謝してもしきれません。長男夫婦を許してやってください。そしてあなたの人生を大切に生きてください。その言葉は
まるで暖かい光が私の心に差し込むようだった。義母の愛情は紛れもなく私に向けられていたのだ。私の心には新たな希望と未来が広がり、そして静かに微笑んだ。遺産相続に執念を燃やす長男夫婦は、私に対して法的対処を含めた嫌がらせを続けてきた。まず彼らは遺言書の無効を主張し、遺産分割調停を申し立ててきた。彼らの主張は、義母が遺言書を作成した当時は認知症が進行しており、遺言能力がなかったということ。私は義母の主治医の診断書や遺言書作成時のビデオ映像などを証拠として提出し、義母の遺言能力を立証しようとした。しかし、調停は難航し、彼らは次に、遺留分、侵害額請求訴訟を起こしてきた。遺留分とは、一定の相続人に認められた遺産の最低保証額のこと。彼らは自分たちの遺留分を侵害されたと主張してきたのだ。私は弁護士に依頼し、訴訟に対応することにした。訴訟では、遺産の評価額や特別受益、生前贈与などの有無などが争点となった。私は義母の介護に費やした時間や労力、また義母からの生前贈与は介護の対価であったことなどを主張し、遺留分侵害額の減額を求めた。裁判は長期化し、精神的にも肉体的にも疲弊したが、私は最後まで諦めずに戦い抜いた。最終的に裁判所は私の主張を認め、遺留分侵害額を大幅に減額する判決を下した。判決後、長男夫婦の関係は急速に悪化の一途をたどった。まず遺産分割の件で互いに責任をなすりつけ合うようになった。あんたがもっとうまくやればこんなことにはならなかったのに。とリエが叫べば、それを言うならお前こそもっと冷静になるべきだった。と健太が応戦する。些細なことで口論が始まり、家の中は常に怒号が飛び交うようになった。そして経済的な問題が浮上した。訴訟費用の負担や遺産を失ったことによる生活水準の低下が二人の間に深い溝を生み出した。あんたのせいでこんな惨めな暮らしをする羽目になった。とリエが嘆けば、俺だって好きでこんなことになったわけじゃない。と健太が反論する。そして決定的な出来事が起きた。リエが健太の浮気現場を目撃してしまったのだ。よくも私を裏切ったわね。とリエが詰め寄ると、健太は開き直り。お前だっていつも不満ばかりでつまらない女だ。と言い放った。この一言でリエの堪忍袋の緒が切れた。もうあんたとは一緒にいられない。とリエは叫び家を飛び出した。翌日、リエは弁護士を連れて家に戻り、離婚届を叩きつけた。健太は最後まで抵抗したが、リエの決意は固く、ついに二人は離婚することになった。離婚後、健太は失意のうちに家を出て行き、リエは一人、まるで豪邸に住む貴族のように広すぎる家に取り残された。健太はというと、酒に溺れる日々を送り、体調を壊して、とうとう施設に入所する羽目に。母親の介護をないがしろにした報いのように、今や自分が他人の介護を受けている。私は花屋での仕事を通じて多くの人と出会い、新しい友情を育んだ。ある日、花屋で常連客として来ていた男性と親しくなった。彼からプロポーズを受けた瞬間、それはまるで映画のワンシーンのようだった。思わず心の中で、カット、完璧なテイク、と叫びたくなったものだ。彼の優しさに惹かれ、再婚を決意した。私はウェディングドレスに身を包み、まるでプリンセスになったかのように幸せな笑顔を浮かべていた。隣には優しい眼差しの新郎が立っており、その姿はまるで映画のポスターのようだった。新しい生活が始まった頃、私は家でウェディングドレスを着たまま掃除機をかけることがあった。プリンセス気分を長く楽しみたかったのだ。近所の人たちは、かおりさん、映画の撮影でもしてるの？と笑いながら聞いてきたが、その度に、いやいや、ただのお掃除です。と笑顔で返事した。
花屋の仕事を続けながら毎日が幸せで満ち溢れていた。まるで花々が私の幸せを祝福してくれているように感じた。そんなある日、花屋で以前お話ししたお客様と偶然再会したのだ。かおりさん、幸せそうですね。とお客様が微笑んでいった。ええ、おかげさまで。お客様もお元気そうで何よりです。と私は答えた。それはまるで私の新しい人生が愛と希望に満ち溢れていることを確認する瞬間だった。過去の苦労を乗り越え、まるでスーパーヒーローが悪を倒して平和を取り戻したかのように、私は自分らしい幸せを見つけたのだ。新しい生活では毎日の小さな喜びを見つけることが楽しくて仕方なかった。例えば、朝のコーヒーの香りや花屋での新しい出会いなど、小さなことにも笑顔が絶えなかった。ある日、新郎が驚きのプレゼントを持ってきてくれた。それは私が昔から欲しかった本の初版本だった。彼の優しさと気遣いに私は心から感謝した。花屋の仕事を通じて多くの人々と出会い、新しい友情を育むことができた。その中には人生の相談をするほど親しくなった友人もできた。新しい生活は驚きと笑いに満ちていた。まるでコメディ映画のように予期しない出来事が次々と起きる。でもそれが私たちの新しい日常だった。そしていつか孫たちにこの冒険譚を語る日が来るだろう。その日が楽しみで仕方がない。これからもずっと笑いと愛に満ちた人生を歩んでいきたいと思っている。もし仮に私が介護される立場になったなら、義母を介護した以上の労力を子や孫に求めることにしよう。迷惑だろうけど。助けて。お姉ちゃんと介護の人が誰かに連れ去られたの。顔面蒼白で震えながらそう話す母を見て、私と夫は姉たちをさらった犯人にふつふつと怒りが湧いた。ん？でも待って。この事件ちょっとおかしくない？これはよーく状況を確認する必要がありそうだ。待ってろ犯人。すべて暴いてやる。私の名前は美里。夏になったので、首に冷たいタオルを巻いたり、麦わら帽子をかぶったり、紫外線よけの腕カバーをしてたら、久しぶりに帰省してきた娘に、不審者？と聞かれた55歳だ。お前の母ちゃんだよ、畜生め。昔はうちの母も、夏になると似たような格好で野良仕事してたな。鏡に映る自分の顔が日に日に母に似てきているけど、頭の中で必死に自分の顔を松島菜々子に書き換えているところだ。かつて、そんな私と母に互いの人生で二度とないであろうとんでもない事件が起きた。それは10年ほど前のことだ。女手一つで私と姉の志保を育ててくれた母が階段から転落し、大腿部を骨折。手術を受けたものの、後遺症が残ってしまい、日常のことがうまくできなくなってしまった。姉も私もすでに結婚しており、家を出てしまったので、母は一人暮らしだ。転倒して骨折したことを考えると、今後は一人暮らしをさせず、私たちのどちらかがそばにいる方がいいだろう、ということになり、姉が専業主婦ということを理由に率先して母を引き取ってくれた。面倒見のいい姉夫婦なら安心して任せられる。と思っていたのだが、姉が母を引き取って数年が経った頃、仕事帰りに姉の姿を見かけた。正月の帰省から半年が過ぎているが、あの時より妙に綺麗というか、ケバケバしい。普段は着ないようなミニスカートまで履いて、足元はパンプスだ。20代の子が着るような服装で、正直似合ってない。
姉はもともとさっぱりした服装を好んでいたが、結婚してからは特に動きやすさを重視して、スニーカーに T シャツ、ジーンズみたいな服装ばかりを好んでいた。一体どんな心境の変化があったのだろう。なーに若作りしてんのよー、と茶化してみたい気持ちはあったものの、母の面倒を見てくれている姉に、そんなくだらないことで連絡してもなー、と思いやめておいた。姉にも若返りたいと思う時くらいあるはずだ。いくら年を取ろうが、心はいつまでも女だものね。と軽く考えていたのだが、それから少し経って、姉から連絡が来た。旦那も出張が多いし、私一人で介護するのは厳しいから、訪問介護サービスを受けようと思う。もうどこのサービスを利用するかも決めており、相談ではなく報告だった。母は日常の歩行がやや困難で階段を登れなかったり、料理などをする際にしばらく立ちっぱなしでいるのが難しいだけだ。いわゆる要介護1の状態で、お風呂やトイレは手すり付きにリフォームしているので、母一人で大体のことはこなせる。姉妹のうちどちらかが母を引き取るという話になった理由だって、一人暮らしで無理をしてまた転倒でもしたら、という心配からだ。決して付きっきりで見張って介護するほどではない。訪問介護も安くないのにもったいないなぁと少し思ってしまったが、義兄がそれに文句を言わず、何より母の世話をしている姉が一人では厳しいと感じているなら、任せきりにしている私が口を出すことではない。何より介護をしたことのない私には、姉の苦労が分かってやれないという負い目もあり、お母さんとお姉ちゃんが辛くないなら自由にしていいよと伝えた。そう、美里は他人にお母さんを任せることを嫌がりそうだったから、なんていうか心配だったの。分かってくれてよかった。まあいろんな話も聞くから、他人に任せたくないなぁとは思ってるけど、そうも言ってられないことってあるでしょ？だからしっかりしたサービスに依頼するなら別に私は構わないよ。よかった。ありがとう。あ、そういえばお姉ちゃん、服装の雰囲気変わった？え？その瞬間、やや姉の声が上ずったように聞こえた。この間、仕事帰りに駅前でお姉ちゃん見たんだよね。黄色いミニスカートなんて履いちゃって、イメチェンですか？仲良し姉妹の距離感で姉をいじったつもりだったのだが、見間違いよ！と姉は声を荒げた。思わず私も驚いて、そっか、と答える。あまりに必死な声色なので、私もそれ以上深追いする勇気はなかった。この時は、普段のノリで茶化しただけだけど、イメチェンがバレたことが恥ずかしかったのかな、と思っていたのだが、後日、姉の態度の理由が判明した。姉と電話をした数ヶ月後、予定していた年末の帰省が今年は仕事の都合で難しいと判明したので、私は母の携帯に謝罪の電話をかけた。しかし、電源が切れているのか全く応答しない。仕方なく固定電話にかけてみても呼び出しの音が鳴るだけだ。試しに姉の携帯に電話をかけると、こちらも電源が切れているようだった。こんな偶然あり得るのだろうか。何度電話をかけても誰とも通話状態にならないのを見かねた夫が、どうしたのと尋ねてきた。お母さんと連絡がつかないの。お姉ちゃんも。出かけてるんじゃない？二人してうっかり携帯の電源が切れた状態で出かけるかしら。それは、ないだろうね。お兄さんは連絡つくの？仕事中のはずよ。家の状態はわからないと思う。お姉ちゃんたちに何かあったんじゃないかと不安で。ここで考えても答えは出ないし、実家の様子を見に行こう。車出すから乗って。ありがとう。不安な気持ちを抱えながら、私は夫の車で実家に向かった。念のため、車内で義兄に連絡してみたところ、やはり仕事中だった。
姉は義兄に今日は出かける予定がないと言っていたそうだ。やはり実家で何かが起きているのではないか。妙な緊張感の中、私と夫は実家にたどり着いた。インターホンを鳴らしてみるが、誰も出ないし声も聞こえない。仕方ないので、私と夫は久しぶりに実家の合鍵を使って上がった。お母さん？お姉ちゃん？強盗でも入っていたらと思うと、怖くてつい声も小さくなる。恐る恐る部屋を進んでいくと、和室の脇から、ミサト？と、母が涙声で這いつくばりながら現れた。顔は青白く、衣服はボロボロに乱れ、髪も振り乱したようにボサボサだ。私と夫は慌てて母に駆け寄った。お母さん？何があったの？助けて。お姉ちゃんと介護の人が連れ去られたの。は？それは義兄が会社に出社して入れ替わるようにヘルパーの男性が家にやってきた数十分後のことだったという。インターホンの音がしたと思うと突然玄関の方から姉の叫び声が聞こえ、その後すぐにヘルパーが助けを呼ぶ声も聞こえたそうだ。母は慌てて様子を見に行こうとしたものの、一人では満足に歩けない。それでも何とか行こうとして足を痛めてしまい、完全に立てなくなってしまったようだ。姿がボロボロなのも転倒した後に床を這いつくばっていたせいのようだ。誰かに痛めつけられたなどではなくてよかった、と安堵する。母の話を聞いて家の中を確認すると、居間のテーブルに一枚のメモ紙があった。そこには、二人は預かった。返して欲しければ500万を駅前のロッカーに入れろ。警察に知らせたら女の命はないと書かれていた。身代金目的ってやつ？そうみたいだな。サスペンスドラマとか見てるせいか、二人で500万は安い気もするけど。私は夫と二人でメモを眺めながら、どうしてこんなことになったのかと考えていた。思わず二人で許せないとつぶやく。最近姉が派手になっていたことも何か今回のことに関係していたりするのだろうか。ねえ、お母さん、お姉ちゃんのこととか、今日の家の様子とか何か変わったことはなかった？私の問いに母は少し困ったように、毎日見てたらわからないけど、志保は買い物の時だけ服が華やかだったね。あとは、今日はいつものヘルパーさんが来れなくて別の男性が来たんだよ。狙いはその男性だったのかね。と答えた。なんだろう、この違和感。犯行声明のメモはきちんとパソコンで打ち出されており、筆跡を特定されたくないことは伝わる。しかし、人をさらうような人間が律儀にテーブルの上にメモを置くだろうか。まるで子供や旦那に、食事は冷蔵庫にあるからね、と伝える主婦のようじゃないか。電話線を抜いたり、母の携帯の電源を切った理由もよくわからない。部屋はそこまで荒らされた形跡がなく、印鑑や通帳、貴金属が消えているのに、タンスは丁寧に閉じられていた。普通開けっぱなしでいかないか？そんなに丁寧で几帳面な犯人なのか。第一、ヘルパーまで連れ去った意味がわからない。なぜ二人セットの身代金なのだろう。いや、正直この事件は意味のわからないことずくめだ。ひとまず私たちは早退して家に駆けつけてくれた義兄と合流し、メモに従わず警察に相談したところ、私の予想通りの最低な事実が発覚した。私たちはメモ通り、警察の指示のもと、指定されたロッカーにお金を入れて、近くから1時間ほど見張った。すると、なんと姉がお金を取りに来たではないか。後ろからヘルパー男も距離を取りながら近づいてくる。即座に私たち夫婦と義兄は警察の車を降り、姉のもとへ駆け寄った。お姉ちゃん、何してるの？え？
私の問いかけに最初は私と気づいていなかったのだろう。普通に振り返り、みるみる青ざめる姉。美里、なんで？来るのはお兄さんだと思ってた？偶然今日お姉ちゃんたちに電話を入れたんだけど、誰も連絡がつかなかったから実家に行ったのよね。違うのよ！これは！言い訳なんて聞かないわ。どうせ自作自演なんだから。そう、姉はある目的のために事件のふりをしたのだ。皆さんもお気づきかもしれないが、姉は少し前からネットの交際募集掲示板で知り合った男と浮気していた。ヘルパーを依頼していたのも介護の手が足りないのではなく、男と会う時間を増やすためだ。母には買い物と言い訳して短時間でも男と会う時間を作るほど姉は久しぶりの恋と男に続婚だった。今日来るはずだったヘルパーさんもお姉ちゃんが断ったんでしょ？介護施設に聞いたよ。うちに来た男がヘルパーっていうのも嘘だよね。ただのギャンブラーでしょ。私の問い詰めに、なんでそれをとつぶやいたまま言葉を失う姉。その瞬間、近づいてきていた男が私の声を聞くなり、慌てた様子で逃げ出そうとしたが、警察がその身柄を難なく取り押さえた。姉はわけがわからないという様子で、なんで警察までいるの？と私に尋ねてきた。メモに警察に届けを出すなって書いたのにって思ってる？うん。普通言う通りにしないでしょ。人が押し入った割に部屋は荒れてないし、一番狙いやすそうなお母さんは傷一つなくて、なぜかお姉ちゃんと男のヘルパーがさらわれてるんだもん。おかしいでしょ？男の素性も警察に教えてもらったよ。私の指摘に姉はしまったという表情を浮かべた。自分の失態に気づいたようだ。警察に連行される男の様子を見て、なんで逮捕なのと叫ぶ姉。お姉ちゃん本当に知らなかったの？何のこと？あの人、強盗の前科2犯だよ。仕事もまともにつけないからギャンブルで稼ごうとして失敗した挙句、また最近ひったくりとかやってたみたい。どうしようもないやつ引っ掛けたね。私の暴露に姉が絶句した。まあ無理もない。私自身も被害の状況などから姉の自作自演までは想定内だったが、連れている男が犯罪者だなんて想像もしていなかった。あの男の動向を警察が探ってたから、掲示板の投稿とか出没先とかを照らし合わせて、芋づる式にお姉ちゃんと浮気してることもバレたってわけ。まさか警察もうちの事件が自作自演だとは思わなかったって笑われたけど。嘘でしょ。とつぶやく姉。あと、何を取られたのか調べるために金庫を見たんだけど、お姉ちゃん遺言書も改ざんしたね。すべてが終わったらしれっと戻ってきて遺産ももらおうと思ってた？なんでそれを？ずっと金庫に入れてるせいか、お母さんも気づいてなかったみたいだし、私もこんなことがあるまでお母さんが遺言書を作ってるなんて知らなかったけど、パソコンを使えないお母さんがパソコンで書いた遺言書なんて作ってるのはおかしいでしょ？お姉ちゃんにすべて相続させるみたいな内容になってるし、違和感しかなかったと私が笑い飛ばすと、姉は盲点だったとうなだれた。これは盲点とは言わない。お姉ちゃんの場合、アホというのだ。昔からちょっと抜けていた姉だったが、こんな大きなことをしでかすときさえ抜けているというのは、まあそのおかげで悪事が暴けたからいいのかな。自分の情けなさに対してなのか、姉は涙ながらに事の経緯を語った。姉はこれまでも生活費を少しだけ男に貢ぐ生活を送っていた。しかし男はそれに満足できなくなり、大きな金が手に入らないなら別れると脅してきたらしい。これにショックを受けた姉は、強盗にさらわれたふりをして身代金と家の中で財産的価値のあるものを架空の犯人のせいにして手に入れようと考えたのだ。もちろん手に入れたものすべてを男に捧げるために。姉の計画では優しい義兄なら姉の身を案じ、
警察にも言わず、脅迫状通りに指定された場所へ身代金を持ってきてくれると考えていた。その夜にでも解放されたふりをして家に戻り、犯人は怖い男だったから被害届なんて出したら逆恨みに遭う、とでも言って家族を丸め込めば警察沙汰にはならない、財産も手に入る、と私の予想通りだ。本物のヘルパーがいると計画に支障が出る。だから当日は本物のヘルパーは断って男をヘルパーに仕立て上げ、母が別室にいる間に二人とも連れ去られたことにしておけば目撃者がいないので完全犯罪になるはず。本当は母を痛めつけたりするくらいの方がより本物の犯罪っぽいが、そこまではしたくない。だから電話線を抜いたり連絡がつかないようにした形跡があれば、いかにも綿密な計画を立てた極悪非道の犯人を演出できるだろう。あとはヘルパーも同時に解放されたことにしておけば、なんて考えていたそうだ。すでに計画が節穴だらけなことに気づいて欲しかったが、超がつくほどウルトラにアホな姉である。昔はそれでも大好きな姉だったが、ここまでのことをされると、呆れを通り越して軽蔑した。遺言書の改ざんについても、もともと母から遺言書があることや、そのありかを聞いていて、男と出会ったことを機に、母が亡くなったら夫と離婚して、母の遺産で暮らそうと考えていたようだ。実におめでたい考えである。遺言書の改ざんなんてしてしまったら、もう相続人の立場を失うというのに、せめてもう少しいろいろ調べてから計画すればいいのに、姉はボロボロ涙を流して私たち夫婦や義兄に許しを請うたが、容赦なく警察から、あなたからもお話を聞かせてくださいねと言われ連行された。男が逃げていたこともあり、姉が男を犯罪者と知っていてかくまっていたのではないかと疑われたためだ。結局姉は男が犯罪者だと知らなかったことが証明されたため、今回のことは家族間での悪質ないたずらとして厳重注意程度で終わった。姉は深く反省し、心を入れ替えて義兄とやり直したいと頼み込んだが、当然義兄はこれを拒否。姉のことが好きだから義理の母親と同居する道を選び、専業主婦の姉に代わってリフォーム代やヘルパー代まで稼いでいたのに、ひどい仕打ちだとブチギレ、離婚と同時に慰謝料を請求された。これに対し、まあ住む場所があるから良いか、と実家を当てにしていた姉だったが、あんたと暮らすのは寿命が縮まると至極真っ当な理由で母に感動と絶縁を言い渡されてしまい、姉は路頭に迷うこととなった。仕事もなく、貯金は男に貢ぎ尽くし、その男も今や檻の中。姉に行き場などあるはずもなく、私たち夫婦に助けを求めてきたこともあるが、私も夫もこれを突っぱねた。女手一つで私たちを育ててくれた母親に対し、恩をあだで返したのだ。いくら血を分けた姉でも許せるはずがない。幼い頃の思い出もあるので、憎みきれない部分はもちろんあるが、今後の姉のためにも甘やかさない方がいいと思い、這いつくばって生きろ、とだけ告げた。しばらくは仕事も決まらず、慰謝料も滞納状態で公園暮らしをしていたようだが、先日スーパーでレジ打ちのパートをしている姿を見かけた。指輪はなかったので再婚はしていないのだろう。人並みに暮らすことができているなら、まあ、妹としても安心かな。そのスーパー、来月に潰れるらしいけど、姉の人生は前途多難のようだ。その後、私たち夫婦が母を我が家に引き取った。母は今でもピンピンしているので、姉のせいで寿命が縮まらなくてよかった、と安堵している。むしろ、うちに来て若返った気すらするほどだ。母曰く、娘に騙されるような猛録になっちゃダメだから、若返ろうと思って脳トレを始めたの。だそうだ。良くも悪くも、姉の自作自演は母の若返りのきっかけになったようで、よかったのかな。私も母もさすがにもう二度とあんな目には会いたくないけどね。
私は数年前に仕事を辞めており、夫も今年定年退職したこともあって、天気のいい日は母を車椅子に乗せて家族で散歩に行くことが増えた。遊びとしては地味かもしれないが、自然豊かな場所に住んでいることもあり、オールシーズン美しい景色を見ることができるので気持ちも明るくなる。特に母は自然が好きな人なので誰よりも喜んでくれていた。母ももう高齢。いや、超高齢だ。あと何年一緒にいられるのかはわからないけれど、残された時間をできる限り寄り添っていきたいと思っている。